お姉ちゃん、私、年収1000万円の彼と結婚します。悔しい？ごめんね。私の婚約者を奪った妹から電話が来た。高らかに笑いながらごめんという妹は、もちろんちっとも悪いと思っていない。でも式には来てね。惨めだと思うけど、家族なんだから出席しなきゃ。どこまでも私より優位に立ちたいのだ。泣いて悔しがれば満足かしら。しかし残念ながらご期待には添えない。私は明るい声で言った。そう、手取り15万の夫と結婚おめでとう。電話の向こうで妹がすっとんきょうな声を上げた。勘違いしてるのはあんたの方よ。私の名前はまどか。結婚を控えた31歳だ。婚約者のたつきは27歳。年下の彼との出会いは早朝の公園だった。毎日仕事が忙しい私は、時々リフレッシュするためランニングをしていた。そこで犬の散歩をしているたつきに出会った。彼の連れていたゴールデンレトリバーが人懐っこくて、走っていた私に飛びついてきたのが言葉を交わすきっかけだった。すみません。大丈夫ですか？大丈夫です。びっくりしただけ。かわいいですね。私が足を止めてそう言うと、彼は嬉しそうに言った。かわいいですよね。犬は好きですか？俺は大好きで。ええ、私も好きです。実家で柴犬を飼っていて。そうですか。柴犬も可愛いよな。そう言って笑った彼は、よく見るととても整った顔をしていた。そして犬同様に彼も人懐っこかった。次の日も公園でばったり会ったので、一緒にベンチで休憩した。そして話してみると、共通の知人がいることが分かって、一気に距離が縮まった。そこから交際へと発展するのに、そう時間はかからなかった。年なんて気にしないよ。まどかは若いし、一緒にいて楽しいんだからよくない？俺を甘やかしてくれるところも好きだよ。これまで仕事一筋で来た私は、年下で甘え上手な彼に夢中になった。相変わらず仕事は毎日忙しかったが、たつきと会う時間が待っていると思えば頑張れたし、彼の存在は私の癒しだった。だからたつきにプロポーズされた時は、自分でもびっくりするくらい即答してしまった。まどかより年下で頼りない俺だけど、結婚してくれる？嬉しい。よろしくお願いします。こうして結婚が決まった私は、数日後に母と2人の時を見計らって切り出した。お母さん、結婚したい相手を挨拶に連れてきたいんだけどいいかな？まどか、そうなの？おめでとう。どんな人なの？照れながら話すと母はとても喜んでくれた。ウキウキとカレンダーを見ながら父にも確認しておくと言った。ほっとして部屋に戻ろうとすると目の前に突然妹のなちが現れた。うわ、帰ってたの？お帰り。なーに、お姉ちゃん結婚するの？聞いてたの？いつからいたのよ。嘘、物好きな男もいるのね。てか、相手年下って聞こえたけど、お姉ちゃん騙されてるんじゃない？は？だってお姉ちゃん私と違って彼氏もまともにいたことないでしょ？仕事ばっかで女子力ゼロだし。ゼロは言い過ぎじゃない？妹と好みが違うだけで、私だっておしゃれもしてるんだけど。今ってお金目当てでおばさん引っ掛ける男も多いみたいよ。あ、わかった、ホストだ。それは営業トークであって本気じゃないから。違うわよ。じゃあ、アプリで出会ったんだ。違うってば、そんなんじゃないし。彼はちゃんと私を好きでいてくれるの。失礼なこと言わないで。彼は私を好きだって。ジミコのくせにそんな自信があるわけ？そんなこと言ってないでしょ？モテない人って必死で怖い。
私なんて今、モデルと商社マンと付き合ってるの。どっちを本命にしようか悩んでたら、また一人告白されちゃって。どうしよう。モテすぎるのも大変なのよね。はいはい。私は軽く流して部屋に戻りながら、相変わらずだなぁと思った。昔からこうなのだ。平凡な顔の私と違って、妹はとても可愛らしい顔をしている。その上、本人もしっかりそれを自覚して、おしゃれやメイクをするものだから、それはモテた。私も昔は可愛い自慢の妹と思っていたけれど、周囲に甘やかされた妹はどんどん増長した。家族以外から常にちやほやされ、もてはやされた結果、妹はどんどん傲慢になり、いつからか姉の私を見下すようになった。そんな妹が一つだけ私にかなわないことがある。学業だ。小さい頃から夢があった私は真面目にコツコツ勉強してきたし、勉強だけは妹に負けたくないと思ってきた。両親は私がテストや受験で結果を出すたびに褒めてくれた。妹は私より優位に立てないものがあることが悔しかったらしく、私の親友にありもしない嘘を吹き込んで仲を裂こうとしたり、高校生で初めてできた彼氏をあっさり奪ったりした。それを知った両親が叱っても、時すでに遅し。私に謝ることなどないし、妹の性格は変わらなかった。私は大人になるにつれ、距離を置くようにした。久々にまともに会話をしたけど、やっぱりちっとも変わっていない。でも結婚したら、私もこの家を出るし、もう少しの辛抱だと思った。そして迎えた挨拶の日、たつきが私の家にやってきた。両親への挨拶も済み、緊張が解けた私たちはコーヒーを飲んでいた。父と母は彼を歓迎してくれたようで話が弾んでいる。じゃあ、分野は違えど、助けたいという気持ちは同じだな。そうね。言ってみればお医者さん同士よね。でも、たつきは、へえ、お医者さん？そこへ突然妹が現れた。こんにちは。ねえ、その人が婚約者？なかなかイケメンね。なち？あなた出かけたんじゃ。それとなく母に聞いて妹がいない日を選んだのに私は驚いた。姉の婚約者が来るんだもの、挨拶するに決まってるでしょ？ふふんと妹は嫌な笑みを浮かべた。そして、はじめまして、妹のなちでーす。満面の笑顔でたつきに近づく。嫌な予感がした。27歳なの？一個違いだ。よろしくね。やけに慣れ慣れしい態度でたつきに接する妹。心なしか頬をあからめ、笑顔で話しているたつき。不意に彼氏を奪われた過去が蘇る。しかし妹は先日もエリート彼氏を自慢していたし、大人になって姉の婚約者を奪うなんてことはさすがにない。そう思っていた。まどか、結婚はなかったことにしてくれる？なちと付き合うことにしたから別れてほしい。2週間後、あっけらかんとたつきは私に告げた。たつきの横で腕を絡めた妹が勝ち誇ったように笑った。ごめんね。お姉ちゃんの婚約者奪っちゃって。でも、しょうがないよね。私の方が可愛くて、一目惚れしたってたつきが言うんだもの。はあ、可愛いってやっぱり罪なのね。妹は全く謝罪にならない言葉を言いながらふんぞり返っている。まどかにこんな可愛い妹がいるなんて知らなかったからさ。歳が近くて話も合うし。なんかごめん。でも結婚する前でよかったよな。妹の横でそう言ってヘラヘラ笑う彼を見た瞬間、怒りと悲しみを超えて、ふっと心の中で何かが吹っ切れた。たつきは物事を深く考えないところがあったが、そんなところも可愛いと思っていた。でも、こんなに浅はかで愚かだったなんて。ほんとね。よかったわ、結婚する前にこんな男だって分かって。のしつけてナチにあげるわよ。負け惜しみ言っちゃって。30過ぎたおばさんなんだからしょうがないよ。
私の目の前で顔を寄せ合って笑う二人は、すっかり頭の中がお花畑のようだ。婚約者のたつきがまるで別人に見える。さよなら。もう行くの？私たちがどれだけ愛し合ってるかちゃんと聞かせてあげるってば。どこまでも見下した妹の声が追いかけてきたが、涙をこらえて私は無視した。それから私は家を出た。もう妹の顔など見たくない。たつきと住むはずだった賃貸マンションに予定通り引っ越した。いずれ子供ができたら家を買いたいよね、なんて話して、やや狭いが、家賃の安いところを選んでおいたのが皮肉にも幸いした。私一人でも払えない額ではない。数日後、私はたつきの職場を訪ねた。あれ、こんにちは、まどかちゃん。今日はたつきは休みだけど。知ってます。休みの日だから来たんです。たつきの上司でもあるその人は、やはりまだ何も聞いていなかった。なんて言ったらいいか。信じられないな。本当なのかい？残念ですが、妹は平気でそういうことをする子なんです。彼が乗り換えるとは思ってなかったけど。言いながら目頭が熱くなる。まずい。ここで泣いて迷惑をかけるわけにいかない。じゃあ私はこれで。頼んでおいて申し訳ないですが、結婚式の話は忘れてください。まどかちゃん。はい。君は何も悪くない。僕は味方だから。1ヶ月後、妹から電話が来た。あ、お姉ちゃん？もう、やっと出た。元気？元気なわけあるか。しかし、落ち込んでいるところを見せたら妹が喜ぶだけだ。元気よ。何のよ？報告があって。私、年収1000万円の彼と結婚しまーす。悔しい？ごめんね。ごめんねと言いながら、電話の向こうで高らかに笑っている。結婚するの？私はちょっと意外だった。たつきがイケメンで私の婚約者だったから奪ったのはわかるが、結婚相手に彼を選ぶなんて、他にもエリートの恋人がいると言っていたのに、今、なんて言った？待って、ナッチ本当にたつきと結婚するの？動揺した私の声をどう捉えたのか、妹は嬉しそうな声を出した。ほんとよ。まさかすぐ結婚するとは思わなかった？奪い返せるとか思ってたの？無理よ。年収1000万の彼はもう私のものだから。やっぱり聞き間違いじゃないようだ。私は途端に理解して面白くなった。だってナッチ、商社マンの彼とも付き合ってたじゃない。結婚するならエリートだって前に言ってたでしょ？引き裂こうと必死みたいだけど無駄だから。商社マンもなかなかだけど、医者の前ではかすむでしょ？たつきはイケメンだし。そう。悔しい？でも式には来てね。惨めだと思うけど、家族なんだから出席しなきゃ。それに、パパもママもなんか怒ってるから、お姉ちゃんが出席すれば許してくれると思うの。妹は楽しそうに無神経な言葉を重ねた。私の婚約者だったたつきと結婚するのを見せつけて、どこまでも優位に立ちたいのだろう。残念ながらご期待には添えない。私は明るい声で言った。そっか、わかった。手取り15万の夫と結婚おめでとう。電話の向こうで妹がすっとんきょうな声を上げた。何言ってんの？手取り15万って誰のこと？だから、あなたの結婚相手。ねえお姉ちゃん、悔しいのはわかるけどさ、そんな嘘通用しないから。嘘じゃないわ。うちに挨拶に来た日、私リビングに入る前に聞いたから。お医者さん同士ねってママの言葉。ちなみに、その前の年収1000万でなんとかって話してたのも、実は聞いてたの。残念でした。残念なのはナッチ、あんたの方よ。年収1000万なのは私。はぁ？私が医者なのは知ってるよね。ちなみに外科医。だから、医者同士なんでしょ？外科医で31歳の私が1000万。
だから何よ。彼はまだ27だし。まだそこまで行ってないって？そんなのこれからどんどん増えて1000万なんてすぐに超えるわ。どうかな？医者にもいろいろあるのよ。はぁ？医者は医者でしょ？なんという単細胞だろう。医者は医者でも、彼は動物のお医者さんよ。え？動物？妹の声が片言に聞こえた。きっと電話の向こうで目を丸くしてるだろう。正確にはお医者さんじゃないんだけど。何？どういうこと？私もう休憩終わるから切るわ。もうかけてこないでね。ちょっと私は物理と電話を切ってやった。その夜、私は妹に呼び出された。もう関わりたくないのだが、これで最後にして顛末を見届けてやろう。もちろん、あの人に事前に相談した。今日は突然ご迷惑をおかけしてごめんなさい、慎吾さん。いや、もう閉めた後だから気にしないで。そう言って穏やかに私に微笑むのは、今私たちが集まっている病院の院長だ。なち、ここがたつきの職場よ。なんだよ、急に俺の勤め先に連れてけなんて。妹はキョロキョロと院内を見回している。ここって確か。そう。うちの犬も何かあるとお世話になってる動物病院。なちは全然お世話しないからあんまり来たことないか。たつきがここに勤めてると知って、より親しくなったのよ。うちの親と先代の院長はお付き合いも長いし。ちょっとたつき、どういうことよ？何が？彼はポカンとしている。本当にここに勤めてるの？年収1000万なんだよね？大学病院とかじゃないの？は？何言ってるんだよ、なち。それはまどかだろ？目を見開いて私を見る妹に、私は思い切り微笑みかけてやった。ね、私の言った通りでしょ？嘘なんかついてません。騙したのね？騙してない。っていうか私は何も言ってない。お母さんとの会話を勝手に盗み聞きして勘違いしたのはあんたでしょ？きょとんとするたつきと言葉に詰まる妹。でも、相手が動物だって医者だもの。確か獣医も儲かるのよね。この病院だって昔と変わって大きく綺麗に建て替えてるし、すぐに年収1000万くらいになるでしょ？残念ながらたつきくんは獣医でもない。院長の言葉に妹は目を丸くする。彼は獣医ではなく動物看護師だから、収入は獣医よりさらに低い。看護師？それも動物の？そうよ。立派な仕事よね。たつきをかばうつもりはないが、私は言った。じゃあ、本当に手取り15万？今彼はそれくらいかな。院長はあっさりと答える。嘘。でも、たつき、ゴールデンレトリバーを飼ってるんでしょ？その散歩でお姉ちゃんと出会ったの、私知ってるんだから。それがどうしたの？あれは犬の中でも高級な犬種。お金持ちの犬よ。つまり実家は資産家に決まってる。ね、そうよね。そんな決まりあったっけ？打算と偏見まみれの妹の必死な様子に私は笑った。すごいね、ナッチ。そういう話だけはちゃんと覚えてるのね。ゴールデンレトリバーがお金持ちの犬かは知らないけど、あの犬はたつきの犬じゃないよ。院長もうなずいた。あの子は常連のお客様の犬。急に帰省することになったからと頼まれて、3日間だけ預かってね。その間、たつきくんに散歩してもらっていただけ。そんな、嘘よ。だって、あなたはお金持ちじゃない？私見てわかるのよ。なら、たつきだって。だから、院長は獣医でたつきは動物看護師。それにここ以外にも動物病院やトリミングサロンを経営されてるんですよね。まあ、
僕が任されているのはここだけで、経営のトップは父ですが。青くなる妹に、怪げそうな顔でたつきが問いかける。さっきからなんだよ、ナチ。突然働いてる病院を見せろとか言い出して、まどかまで呼び出して。なんなんだ、こっちのセリフよ。あんたが医者だと思ったから結婚決めたのに。こんなことなら商社マンの彼を振るんじゃなかったあ？商社マンってなんだよ。お前は俺に一目惚れして、姉を裏切るのは辛いけどって泣きながら猛アタックしてきたんだろ？あんなの演技に決まってんでしょ？顔はいいし、医者だっていう男がお姉ちゃんと結婚するなんて許せないから、奪ってやったのよ。お前まさか、まどかから奪うのが目的だったのか？俺のこと好きじゃないのかよ。好きよ。顔と体はね。年収1000万の医者だったら全部好きになってあげたんだけど。ふざけるな！開き直った妹とたつきは醜い言い争いを始めた。いい加減にしないか！院長に一括され、二人は肩をすくめる。用が済んだら出て行ってくれ。その前に二人とも、まどかちゃんに謝るべきじゃないか？なんで？だいたいまどかもまどかだ。妹がこんな性悪女なら教えといてくれよ。あっさり私から乗り換えておいて、たつきはとんでもないことを言い出した。ちょっと、性悪女って何よ。私が色仕掛けで誘ったらすぐに乗ってきたくせに。妹は真っ赤な顔で怒っている。可愛らしい顔が今や般若のようだ。大人になると内面が顔に出るのよねなんて思っていると、院長が低い声を出した。たつきくん。はい？君がこんな人だなんて残念だよ。婚約者を裏切って妹に乗り換えるなんて。それに、結婚するから式で挨拶してほしいと僕に頼んでおきながら、まどかちゃんとの結婚がなくなったことを隠していた。いや、それは、いつも言っているだろ。動物を助ける仕事に何より大事なのは思いやりだと。そして動物の命に関わる者同士、スタッフ間の信頼関係も必須。君はどちらも欠けていると言わざるを得ないな。雇用契約は今月末までだったね。次の更新はないからそのつもりで。そんな、待ってください。手取り15万でもありえないのに、無職？慌てるたつきの横で妹が呆然とつぶやいた。嫌よ！もう嫌！こんな男もういらない！お姉ちゃんに返してあげる！結構です。なち待てよ！元はといえば、お前のせいで！ちょっとやだ！触らないでよ！なんだと？あんたとなんか結婚しないから！待てー！叫びながらバタバタと二人は出て行った。その後、たつきは動物病院を辞めた。私や両親と、旧知のスタッフや受付のおばさま方に事の顛末を知られ、一気に冷たい目を向けられたらしい。それはもう針のむしろ状態で、結局契約満了を待たずに逃げるように辞めていったそう。動物病院のネットワークでいつの間にか噂は広まり、再就職も厳しく、無職で苦しい生活が続いている。私に復縁を迫ってきたが、笑顔でお断りした。あんなに好きだった彼に泣き疲れても、ちっとも私の心は揺れなくて、そのことが自分で嬉しかった。妹のナチはというと、たつきがダメなら次を探せばいい。自分ならいくらでもいい男が寄ってくる。そう考えてたみたいだが、そうは問屋が下ろさなかった。たつきを選んだ時に、ごめんね。高収入の医者をゲットしたの。年収2000万になったらまた付き合ってあげる。などと言ったため、振られて妹の本性を知った男たちがそのことを言いふらしたらしい。もともと美人で目立つ妹はパーティーや合コン界隈でも有名だっただけに噂が広まるのも早かった。今まで付き合っていた仲間からも敬遠されるようになり、妹のモテ期はあえなく終了となった。こんな可愛い私を誰も相手にしてくれなくなった。お姉ちゃんのせいでひどい目に遭ってる。と、
留守電が山のように入っていたけど、速やかにすべて削除した。私の婚約者を略奪した時に追い出されているのに、実家にも泣きついたらしい。自業自得だもの、相手にしなかったわ。母はあっさりそう言っていた。普段優しい母を本気で怒らせると怖い。ちやほやされ続けた人生から一転、白い目で見られることに耐えきれず、妹は仕事も辞めて夜の街へと消えていった。あれから2年が経ち、妹の呪縛から解き放たれた私は平穏な毎日を送っている。仕事は相変わらず忙しいが、患者さんが元気になってありがとうと笑顔を見せてくれると報われる。そんな私の横には今、穏やかなパートナーがいる。あの動物病院の院長、慎吾さんだ。あの時、どうしてあんなに親身になって私を助け、一緒に怒ってくれたのか。当時の私は余裕がなくて気づかず、ただただ感謝しただけだった。打ち明けてくれたのは半年ほど経った時だ。以前からいいなと思ってたんだ。たつきくんの恋人だと知った時は複雑だったけど、君が幸せならそれでよかった。でもあんなことになって辛そうな君を見て、力になりたい。自分が幸せにしたいと思ったんだ。ひどい目にあって恋愛や結婚はもうこりごりと思っていた私だが、この人なら信じられる。自然にそう思えた。動物に対する彼の誠実さと優しさを知っていたのも大きい。それから順調な交際が続いていて、彼の人柄をよく知る両親も喜んでいる。まどか、話があるんだ。何？結婚を前提に一緒に住まないか？え？いや、お互い忙しいし、急に手術が入ることもあるし、同じ家にいれば毎日少しでも会えるだろ？真っ赤な顔で話す彼を心から大事にしたいと思った。うん。私、あなたと一緒だと自分らしくいられる。ずっと一緒にいてください。笑顔で言うと、彼は一瞬目を丸くし、次の瞬間私を抱きしめた。その腕の中で、これからも目の前の大事な人と、そして患者さんと真摯に向き合っていこうと私は誓った。I want to eat more of your cooking. That's what he said when he proposed to me. When he found out that I was only interested in cooking, he ended up becoming a man who didn't even eat cooking. But it was that cooking that helped me endure my boring married life and saved me from my divorce. My name is Miyashita Naomi. I'm 37 years old and work part-time at a food company. I got divorced 3 years ago and am now free. I say free because my ex-husband was very controlling. I got married when I was 24 years old. He was 28 years old and a senior at work. I've loved cooking since I was a teenager, and after I became a working adult, I made lunchboxes every morning and took care of myself. I also made lunchboxes for my father and younger brother, so when I got married, my father and younger brother lamented that they would no longer be able to eat Naomi's lunchboxes and cooking. My mother lamented, "When you're gone, I'll have to make lunchboxes for you." My mother was a better cook than I was, but she was a bit of a foodie, so she didn't like getting up early in the morning to make lunches. One day, a senior male employee who would later become my husband called out to me. I was a little surprised because I had hardly ever had a conversation with him outside of work. "You always bring delicious-looking lunches." "Thank you. Cooking is like a hobby, so you make it yourself." "That's nice. I'll pay you, so can you make it for me too?" "Just kidding. It looks so delicious." With that, he returned to his seat and ate a cup ramen he bought at a convenience store. I was somehow curious, and when I saw him during my lunch break,
I saw that he was eating cup ramen and rice balls almost every day. Cup ramen every day is bad for your health. Don't you use the company cafeteria? I asked, thinking it was none of my business. The company cafeteria is so disgusting. I had eaten it once, but I never felt like using it again, so I understood what he was saying. That's right. I had eaten it once, but it wasn't very tasty. No, to be honest, it's not very tasty, it's not even bad. Cup ramen is much better. Miyashita-san is so nice, he makes delicious lunches every day. He always makes me want to live, so I said, shall I make you a lunch and bring it to you? I didn't have any special feelings for him. I just didn't want to see him eating cup ramen every day. Oh, are you sure? I'll pay for the writing desk. Quote. That's fine. I make it for my father and brother every morning, so it's a lot of work. That would be too much of a shame, so I'll treat you to something you like, Miyashita-san. Even high-class French food would be fine. I didn't think my lunch was worth that much, but I was honestly happy to hear him say that. If I handed him a homemade lunch every day, it would naturally become a rumor, and we actually went out for a meal as a thank you, so people around me thought we were dating. I had sex with him, but I didn't see him as a romantic interest. It was only after we got married that I realized that he was doing that because he praised my lunch. I want to eat more food, not just lunches. Will you marry me? I was surprised when he asked me out of nowhere. But I was the only one who thought it was out of nowhere. It had been more than 6 months since I made him lunch for the first time, so I think he had always seen me as a potential spouse. He was good at his job, and I thought it would be nice to live with someone who said my cooking was delicious, so I said yes to his proposal. He said he wanted me to focus on my main job after we got married, so I quit my job. As soon as we decided to get married, he said that all I had to do was make delicious food, and I was a little surprised when he called me, you, but my father also calls my mother, you, so I thought that's how married couples are. I don't really understand it myself, but it seems like I'm a little naive. My husband thinks I'm out of touch with him. His reactions are strange. What are you thinking? Don't say irrelevant things and make me angry. He said that to me every day after we got married. He also said that I'm only good at cooking. But my husband never praised my cooking or the lunch I made every morning after we got married. Since you are supported by me, it's only natural that you cook for me. I cook even without being told that. If he would just say it was delicious, I would be happy to cook it. At that time, I realized that the behavior I had towards him was because he was happy to eat the lunch I made and said it was delicious. I have asked my husband for his opinion. You can tell by the way he feels that he comes back every time. It's a cold word that says don't ask me every time. I wonder when the 4 letters delicious became my husband's ing word. I make lunch in the morning, clean and wash in the afternoon, go shopping for dinner, and make dinner. That's enough time because I don't have any children. I have said that I want to get a part-time job, but being a full-time housewife is a luxury these days. I had no choice but to give up because I was told that I should just cook at home because cooking is the only thing I'm good at, so I decided to take a picture of the lunch I make every morning and upload it to SNS as a record. This was surprisingly well received and looked delicious. I want you to make a lunch like this. I was very happy to receive responses such as I want to know the recipe, and I got a little carried away and started uploading photos of dinner and simple recipes.
Handle name Omi. It's simple, but it's a Harumi no Omi. I made it delicious with an easy-to-understand recipe. I was surprised that it was delicious even though it was a budget menu. When I cooked for my boyfriend using Mio's recipe for the first time, he really liked it. I was really happy to receive so many comments like that. I think it was probably because of this exchange on SNS that we were able to continue our marriage for 10 years. I'm sure I'm just a boring woman whose only talent is cooking. I immediately knew my husband was cheating. He often came home after skipping meals. I wasn't angry at all, but when I thought that he had finally started to not even care about my cooking, I strongly felt that I didn't want to be with this person anymore. When I prepared the divorce papers I had filled out and brought up the idea of divorce, my husband's face turned red and I wondered what he would suddenly say, and he yelled out, backquote, what are you complaining about? It's not that he's complaining, but you're cheating on me. Well, I can tell even without any evidence. Because he hasn't been eating dinner at home much lately. So why do you think he's cheating? Anyone would skip meals. Cheating is fine. I don't like you either. I just thought that if you don't eat at home, I don't need to be here. I don't like you either. Was he angry because I told him I didn't like him? He put himself on hold and talked back like an elementary school kid. Then you can get a divorce. Why, yeah. You brought it up, so I won't pay you any alimony. If you didn't cheat, you don't need to pay alimony. Why, yeah. This is what it means to fall into the trap, but I didn't intend to fight with this man just to get some scary money. I just wanted to get divorced quickly. The next day, I submitted the divorce papers that my husband had filled out to the city hall, and I left the apartment where I had lived for 10 years. I thought about returning to my parents' house, but my younger brother got married and has 2 children, and I thought that a returning Mitsuru might not be welcome. I had never lived alone before, and I wanted to try living alone, so I rented an apartment on the edge of Tokyo's 23 wards and started living alone. It's an old 2K apartment with a spacious kitchen and a gas stove with 2 wheels. I broke up my savings that I had saved up for 10 years with my ex-husband. The amount was larger than he expected, so he was surprised. Since then, I have been making some income from SNS, so I thought I would not have any trouble living alone for a while. This is work, but I have an announcement. I have recently divorced and am now single. I no longer need to make lunch every morning, so I think I will not be able to update this blog. It is sad to make lunch for yourself and eat it by yourself at lunchtime. When I posted this on SNS, many people were disappointed. I felt sorry when they asked me what to do about lunch from now on. Furthermore, I did not feel like making complicated meals just for myself, so I was not able to post many dinner recipes. Then one day, I received a message from someone who always gave me comments. Thank you for your hard work in marriage. You are a stupid husband to let go of your wife who makes delicious meals for you. So I have a question for you, but is it possible to meet in person to talk? When I started posting recipes, she commented that she had cooked a dish for her boyfriend using my recipe for the first time and that it was a big hit. Her handle name was Yuna. After that, I knew from her comments that she was a woman, so I decided to meet her. The person who showed up at the cafe where we were to meet was a beautiful woman in her 30s. She looked great in that suit and I thought she was a good worker. When I heard that her handle name Yuna was taken from her real name Yuna, I thought she looked similar to my Naomi Omi and I had a real feeling for her.
Her comments on SNS were quite playful, so I was surprised, but the consultation she asked me was even more unexpected. She turned out to be the daughter of the president of a food manufacturer that I know. She had always been a fan of my recipes and asked me if I wanted to cook at her house. What, the government? When I said that, she said, "Oh, that was a bad way to say it." When I asked if I could have someone make a dish using our company's products at my company and serialize the recipe on the official website, I was surprised. No, wouldn't it be better to ask someone more famous to make my dishes? Most of the people who buy our products are housewives. That's why it's better to have someone make delicious dishes from a housewife's perspective. The plan is to make lunchboxes and dinner every day in the kitchen provided in the company, take photos of them, and upload them to the company's official website along with the recipes. Of course, I will eat the food I make. I would like to say that it will be me, but there are other people who want to eat it, so we will decide by rock, paper, scissors. I was very happy to hear that, and being able to cook for someone else is motivating. Moreover, the company will cover the cost of the ingredients, so there was no reason to refuse. I make lunchboxes in the morning and dinner in the afternoon. What I do is not much different from my previous diet. Since it's a net-related job, I was assigned to the web development department. I got married pretty soon after I started working, so I really can't do anything other than cooking. I'm going to learn a lot of things from now on, but I'm sorry, but can I treat you as a part-timer? When I said that, Yuna, the daughter of the company president, was surprised and said not to worry about it, but I just got divorced and I want some time for myself. When I told her that, she agreed. The hourly wage depends on luck. She said so and set the hourly wage. I started working part-time, coming to work at 10 a.m., making lunchboxes, making dinner in the afternoon and finishing at 4 p.m. The recipes on the official website were very well received, and I received many comments. Yuna said she could post the recipes on my SNS, and if possible, she said she would like me to include that she uses our products, so I always post them with a link to the company's official page. I briefly explained the era of Kodo in my profile, so when I saw the official recipe, I thought it was like Omi's. Isn't that a great success? I received comments such as "I'm a fan of Omi's recipes, so I buy the company's products." Single quote. Some people said that the tie-ups are annoying. There were negative comments saying that the old version looked more delicious, but Yuna said that no matter how good something is, 2 out of 10 people will have a negative opinion, so don't worry about it. In the end, making one lunchbox is not much different from making several, and the company pays for the ingredients, so we decided to make 5, 1 for myself, 1 for Yuna as a token of appreciation, and the remaining 3 for anyone who wanted to eat them in turns. Yuna was very happy, so I was happy too. For dinner, it's better to make 4 servings than 1 at a time, so the employees took turns eating the food that was made. I felt glad that I took on the job, thinking that I was contributing to the company's sales and the health of the employees. I would sometimes take leftover ingredients home and cook my own meals when I got home, eat out while studying, or buy delicious-looking ingredients at the department store and go home, living a carefree, fun, and fulfilling life. Then, one day, something surprising happened. My ex-husband has been infertile as my boss. When I finished working in the kitchen and took the photos and recipes I took to the office to be uploaded, my ex-husband was there. "Hey, why are you here?"
That's what I was saying. Why are you here? Your company doesn't do business with this place, does it? After I divorced you, I moved to Osaka and changed jobs. I was transferred from the Osaka headquarters today. You weren't there when I said hello this morning, were you? I don't understand why I have to call you, even after my divorce. Is that so? I've been working here since my divorce too, but I start work at 10 and go directly to the kitchen. When I explained that, my ex-husband said, "What's wrong with you? Are you a part-time cafeteria lady?" Quote, he spat out that. And in the end, I don't want to see your unique and poor face even though you're divorced. I'm fired today. He said there are plenty of other part-time cafeteria jobs out there. Even I know that we live in an age where you can't fire someone who works because of personal feelings like that. Oh, it's good that you can fire them so easily. So you will be happy if you are fired today. Yuna, who had been listening to our conversation, said, "What?" My ex-husband turned around in surprise, probably not knowing that Yuna was the daughter of a company president. "What is it with you? I have no right to be talked down to by a younger woman. He is speaking from a very superior position. It is one thing to make fun of me, but I cannot stand to treat Yuna like this." I told him straight out. Don't you know? Yuna is the daughter of the company president. And she is the one who scouted me to this company. Ah. My ex-husband's face turned pale in an instant. Yes, no, I'm sorry. I am very sorry that I do not know your face. I never expected that the daughter of the company president would be here. It's a sudden, chaotic situation that I have only seen in manga. Sorry for bringing this up here. I am in charge of the web development department. So you, who have been transferred to this official website house, are my subordinates. Manager, you messed up at the Osaka headquarters and were sent to Tokyo, right? I heard that because of you, 3 new employees in the sales department refused to come to work. Oh, that's just because young people these days don't have the guts. I did a little research when I decided to take you on at our company, and it seems that the reason you moved from your general position to ours was because your subordinates hated you and it was difficult for you to tell the company. I was surprised that I had been married to a man who was hated so much for 10 years. And now I remember that my colleagues encouraged me to do my best when I was doing my kabuki metabolism. Maybe the reason I always ate cup ramen alone was because I didn't have anyone to eat with. Didn't you remarry your affair partner? I asked him that without any ill intent, but he got red and angry. We broke up a long time ago. It's none of your business. That's true. Well, it's none of your business now because we're strangers. I'm sorry, Naomi. If I had known, I wouldn't have taken him on at our company. Hey, what's wrong? Are you giving preferential treatment to the cafeteria lady over me, an employee? Yuna said with a sigh. She makes the recipes for the signature corner of our official website. We scouted her as an employee, but she said she would prefer a part-time job, so she's only been treated as a part-timer, and I'm disappointed to think that she cooked for a man like this every day for 10 years, even though Taka can cook a little. It's a loss for society to think that Omi cooked delicious food every day for 10 years just for a man like this. No, it's not that difficult. But it was a very nice thing to say. If I had to choose between you and Naomi, I would choose Naomi 100%. Of course. Yuna said so firmly. I can't work under a woman on top of being covered by a wide-angle lens. My ex-husband left the room after saying that. I'm surprised you stayed with a man like that for 10 years. Or rather, I'm surprised you got married.
Yuna said, a little shocked. That's right. He said the bento I made was delicious, so that's it. From now on, I'm not allowed to date men who compliment my cooking. That means I'm definitely single from now on. I didn't mind that. Ah, Naomi, you don't know your own charm. That kind of naturalness is nice, but there are quite a few male employees who want to marry someone who cooks meals like this every day. If I were a man, I would propose to you. Thank you. But I guess everyone is after the food. It was kind of funny and I laughed. As for my ex-husband after that, he had a bad attitude from the first day and had no place to stay, so he ended up metabolizing on his own. I didn't realize it at the time, but now I realize that he was a pretty bad guy and that he didn't last long in relationships or jobs. He must have been controlled by his affair partner. He's already in his mid-40s. With that personality, I think it's going to be hard to find a job in the future, but that's not my business. After that, on a holiday, Yuna invited me to lunch. It's an Italian restaurant that just opened next to a park with lots of greenery. Now we're boss and subordinate. I thought it was a bit presumptuous to have dinner with the daughter of a company president, but Yuna told me not to say such sad things, so I gladly accepted the invitation. I asked Yuna something that had been bothering me. Are you going to get married, Yuna? I'm thinking about getting married soon. Actually, he's the person I cooked for the first time almost 10 years ago. Oh, is that the person who commented that the first time she cooked for her boyfriend using your recipe, he loved it? Oh no. You remembered him? Yes, it's that boyfriend. Apparently, we both enjoyed our jobs so much that we had been putting off getting married. At that moment, a stranger approached our table. Naomi, let me introduce you. He's my older brother. He must be in his mid-30s. The tall man with glasses silently gave me a quick bait. My brother works in the research and development department of our company, doing research on fermentation and engineering mothers, which I don't really understand. The man introduced to me didn't say a word, and ate the food that was brought to him in silence. Well, I'm going on a date with my boyfriend now. Saying that, she pushed the receipt to the man, and Yuna said. The man sighed softly, took the receipt, said, "Shall we go out?" Paid the bill, and left the restaurant. The first time I heard his voice, it was a soft, low voice that was pleasant to the ear. We walked in silence in the park next door and sat down on a bench. Even when we sat on the bench, the man didn't say a word, and I didn't say anything in particular. But it wasn't uncomfortable, and just looking at the warm sunshine, the birds' voices, the joggers, and the happy families made me feel happy. Then suddenly the man said, "I thought I would like to marry someone who I can spend time with like this. What about you?" Well, I think so too, but why did you suddenly say marriage? Because this is an arranged marriage arranged by your sister, right? Well, I was really surprised when you said that. The next day, I went to work and immediately caught Yuna. Yuna, an arranged marriage? Oh, my brother has been afraid of women ever since he was approached by a strange woman in college. But he thinks things will work out with Naomi, and he has an eye for people. Saying that, Yuna licked her bottom. My boyfriend also said he'd be happy to join me. If we live together, we'll be able to eat Naomi's food on our days off. Big sister. It seems that Yuna is going to take over the company in the future.
I thought she would do well. And I thought that Yuna and her husband and we would be able to get along well. My second husband is extremely strict, but he always gives me his opinion on the food I make. Today was delicious again. Thank you for the meal. That alone made me feel happy and glad that I married this person. Next year, I plan to add some recipes for my income to my section on the official website. 母さん、俺事故っちゃって。ジローなの？母さん、助けて。このままだと逮捕されちゃうよ。そんな、ジロー。電話口で迫真の演技で母親役を演じる長男の嫁。息子のジローを名乗る誰かが電話の向こうでそれに答える。オレオレ詐欺の現場を初めて目の当たりにした私。唖然として言葉をなくしたまま、すり寄る愛病の頭を撫で続けた。私は和江、67歳。夫の残してくれたお金と年金で暮らす田舎のおばあちゃんだ。夫が3年前に急死して、田舎ならではの大きな家に飼い猫1匹と一緒に取り残されてしまったけれど、住み慣れた家は離れがたく、細々と暮らしている。子供は随分前に成人した息子が2人。どちらも男子校を出て、理系の仕事を選んだせいか、女っ気がなく、孫の顔なんて見られないだろうと心のどこかで諦めていた。そんなある日、38歳になった長男の健太が突然若くて綺麗な女性を連れてきて結婚すると報告してきた。女性の名前はゆうなさん。なんとまだ25歳というから目玉が飛び出るかと思った。あの奥手の長男がどうやってこんな若くて美人な女性を射止めたのだろう。二人はあっという間に婚姻届を出し、海外でフォトウェディングというものを済ませてしまった。今時はこんなものなのか。釈然としない思いを抱きつつ、二人の新婚生活を見守ることしかできなかった。長男夫婦は隣町にアパートを借りたので、週末にはよく顔を出してくれた。おそらく大きな家で一人暮らしをする私を心配してくれているのだろう。嫁はいつも一緒に来てくれるけど、私と目を合わせようとはしなかった。話題を振っても、はい、いいえ、みたいな簡単な返事しかなく、会話はあっという間に終了。長男も口数が少ないので、間合いの気まずさをテレビの音で紛らわすしかなかった。私は何度か息子に、無理して二人で来なくてもいいのよ、とオブラートに包みながら伝えた。でも息子は、嫁が母さんに会いたがってるから、と言うだけ。嫁に直接来なくてもいいなんて言ったら誤解されそうで、私は週末が来るたびに胃がキリキリする思いだった。そんな私と長男夫婦との関係を友人の幸子は気にしてくれていた。彼女も長男のお嫁さんと関係が悪く、私のことが心配のようだった。あなたには悪いけど、息子さんは女を見る目がないわね。若ければいいってものじゃないのにさ。これだから男は。でも彼女って私が出した食事はいつもきれいに完食してくれるし、食器も片付けてくれるから、悪い子には思えないのよ。それくらい子供だってできるわよ。嫁なら夫の実家に来たら進んで家事をして、姑の話し相手になってやるってもんでしょ？そうかしら。世の中の嫁と姑の関係はそういうものなのか？私は料理を作るのが好きだから、長男夫婦にご馳走を振る舞うことは苦ではないのだけど。もうあなたはお人よしすぎるわ。そのお嫁さんって片親なんでしょ？世間の常識ってのを教えてもらっていないのよ。もっとガツンと言ってやりなさい。鼻息荒く、ガツンとを繰り返す友人に戸惑いを感じた。そう、長男の嫁は母子家庭なのだ。物心がつかないうちに両親が離婚し、母親が女手一つで育ててきたらしい。
両親の夫婦生活を見ていないからわからないこともあるかもしれない。どうしたら健全な嫁と姑の関係になれるのだろう。こんな弱音を吐けば、また、お人よしすぎると怒られそうだけれど、争いごとの苦手な私は平和に解決できる道を探してしまうのだった。そんな悶々とした日を送っていたある日、事件が起きた。その日は平日で、珍しく休みだった長男の嫁が一人で我が家を訪れた。うつむいて小さな声で話すからよく聞き取れなかったけれど、どうやら職場でもらった野菜をお裾分けしてくれるらしい。嫁の意思か、長男の指示かわからないけれど、休みの日にわざわざ来てくれた彼女をそのまま返すわけにはいかず、リビングでお茶をすることにした。すると突然、我が家の固定電話が鳴り響いた。携帯が普及している今、固定電話にかける人間なんて友人の幸子か親戚くらいだ。だから軽い気持ちで電話に出たのに、相手は予想外の人物だった。鈴木さんのお宅ですか？警察の者ですが。警察？警察という言葉に驚いて大声を上げた。嫁もびっくりしてこちらを向いている。警察が我が家に何か。ですね、お宅の息子さんが通勤中に交通事故を起こしまして、被害者が重傷で病院に運ばれたんですよ。交通事故？横断歩道を歩いている方を引いてしまったので、非常に重い刑罰が課せられるでしょう。そんな。横断歩道の歩行者を引くなんて。ショックで声を詰まらせていると、警察と名乗る男が淡々と話を続ける。ただ、被害者のご家族が良心的な方たちで、お金で解決できれば告訴するようなことはしないと。そうですか。状況を聞けば、うちの子が絶対に悪い。被害者側の寛大な申し出に、ありがたいやら、心苦しいやら、何とも言えない思いが頭の中をぐるぐる回る。でも、息子さんは任意保険に加入しておらず、お金が十分調達できないようなので、お母様に500万円ほど用意してもらう必要があります。はい、500万円ですね。500万の数字に息を飲む。金額が妥当なのだろうか。でも、その前にどこかが何かおかしい。任意保険に入っていない？そんなわけはない。だって、息子たちは私の知り合いの保険代理店に毎年加入を依頼しているのだから。あれ？そもそも事故を起こしたのは長男？次男？どっち？長男の嫁がここにいるから私は勝手に次男が事故を起こしたつもりでいた。失礼ながらそこにいるのは本当にうちの息子なんでしょうか？恐る恐る尋ねた私に電話口の男は大きくため息をついた。お母さん、現実を受け入れたくない気持ちはわかりますけどね。二郎さんが事故を起こしたのは確かですから。二郎が？二郎？横で丸まっていた愛猫がすくっと顔を上げて私の足に頭をこすりつける。二郎。二郎は猫だ。じゃあこの電話は一体？頭からスーッと血の気が引いた私に嫁がスマホ画面で二郎本人と電話を代わってもらってくださいと伝えてきた。二郎と電話を代わってもらえますか？わかりました。少しだけですよ。相手が通話を保留にしている間に、嫁が私の受話器をさっと取り上げる。そして電話の向こうの二郎と名乗る男と話し始めた。母さん。二郎なの？どうして事故なんか？ごめん。スマホをいじってたら歩行者に気づかなくて。まあ。頼むよ母さん。お金が必要なんだ。じゃないと俺刑務所に。わかったわ。母さんが何とかするから。母さん、ありがとう。嫁の迫真の演技に圧倒された。
電話の向こうが偽警官と変わったらしく、私はすかさず嫁と代わって今後の対応について話を合わせた。電話が終わると嫁がため息をついた。典型的な詐欺ですね。やっぱり。でも、あなたお金を用意するって言ったじゃない？はい。今から本当の警察に連絡します。偽物の警察が来たら、お母さんは頑張って演技してください。演技？そんなの無理無理！慌てまくる私の手を嫁が力強く握る。大丈夫です。私がついています。ゆうなさん。私と目を合わせず、会話もうまく成り立たない嫁。よく考えれば、このタイミングで一人で我が家を訪問したのもおかしい。嫁の言うことを信じていいのだろうか。嫁には注意した方がいい、と話す友人の警告も頭をよぎる。それでも自分の息子の無実を信じるように、息子が選んだ嫁のことも信じたい自分がいた。わかったわ。私は腹をくくって嫁を信じることにした。約束の時間に二人の偽警官が我が家のインターホンを押した。警察です。示談金をいただきに参りました。はい。私が恐る恐る顔を出すと、二人の男がしめしめといった表情で口元を緩めている。でも、本当に二郎なんですか？真面目で可愛い、二郎が事故を起こすなんて嘘みたいで。まだ信じられないのですか？見てくださいこれ。鈴木二郎さんの逮捕状です。今すぐ示談金を用意しなければ、これを執行することになります。提示された書類には、鈴木二郎の名前がしっかり入っていた。まあ、二郎、あなた無免許なのに車に乗るなんて。にゃー、にゃ？足元の二郎が猫なで声ですり寄ってきた。でも、偽警官は何も気づかない。無免許？なおさら悪いじゃないですか。二郎、その可愛らしい小さなお手手でよくハンドルが握れたね。にゃー。え？私の言葉と目線に違和感を覚えた偽警官が足元に視線を向ける。二郎、お腹減ったの？ご飯あげようか？ご飯という言葉に興奮気味の二郎を抱え、私は偽警官と向かい合った。これが我が家の三男の鈴木二郎ですけど。飛び上がって驚く偽警官。私は二郎の前足を持ち上げ。この度は事故を起こして申し訳ございませんでした。にゃー。と皮肉たっぷりの笑顔で言い放った。ふざけるな！何を言ってるんだ！だって、あなたたちが二郎が事故を起こしたって言うから。二人は特大のブーメランを受けて顔を真っ赤にしている。こんなボケ老人！警察を欺いたら罪は重いぞ！罰金だ、罰金！騙しているのはあなたたちでしょ？え？その時、居間で待機していた嫁と本物の警官が飛び出してきた。騙す側のあなたたちがあんな適当な電話で騙されて、本当に家に来るとか笑えるんですけど。嫁が鬼の首を取ったような態度で高笑いした。詳しい話は警察署で聞かせてもらおうか。本物の警察の登場に、青ざめた詐欺師たちが慌てて玄関を出ようとしたが、外に控えていた別の部隊に阻止された。そんな。へなへなと座り込む詐欺師たちを警察官が取り囲む。それを眺めながら私は大きく息を吐いた。心臓がバクバクしてる。お母さん、主演女優ものでした。それは、シナリオと演技指導が良かったからよ。私と嫁は顔を見合わせて笑う。初めて見る嫁の笑顔はとても可愛らしかった。しかし事件にはまだ続きがあった。私たちが警察の事情聴取を終えて、やっと家に帰った瞬間を見計らったように、インターホンがけたたましく鳴り響いた。モニターには友人の幸子が鬼の形相で仁王立ちする姿が映し出された。
警察の話でこうなることは予想していたので、私は意を決してドアを開けた。あんたのせいで息子が警察に連れて行かれたわ。あんたが騙して息子をこの家に呼んだせいよ。ちゃんと誤解を解きなさいよ。開口一番、彼女はこうまくし立てた。そう、あの詐欺師二人のうち、一人がなんと幸子の長男だったのだ。聞けば、幸子の長男夫婦は、嫁いびりと息子の浮気が原因で、いつの間にか離婚しており、元嫁から多額の慰謝料を請求されているようだ。会社を巻き込んでの離婚劇だったらしく、会社をクビになった長男は再就職ができず、金銭的にかなり困っていたらしい。そんな時、幸子は私が夫の遺産で一人暮らしをしているお人よしのおばあさんで、息子が二人いることを長男に話したらしい。そこで金に目がくらんだ幸子の長男は、友人と今回の犯行の計画を立てたという。我が家の情報が微妙にバレていたのは身近な人間の犯行だったから。計画がずさんだったのも素人が考えたからだった。幸子が手を貸したわけではないみたいだけれど、彼女の世間話で息子が犯行を思いついたのは事実。それでも彼女が息子の非を詫びてくれたら、彼女だけは許すつもりだった。でも悲しいことにそういうわけにはいかないようだ。彼女の目は憎悪に満ち、私に刃を向けてきた。私は騙していないわ。詐欺だと思ったから警察に通報しただけよ。次郎が猫だってことを最初から言ってくれてれば、息子は詐欺を諦めたはずなのに。詐欺師にそんな温情はいらないでしょ？キー！彼女は悔しそうに地団打を踏み。私と息子が困っているのよ。友達ならお金くらい援助してよ。と筋の通らないことをわめき散らす。主人が懸命に働いて残してくれたお金で犯罪者や道徳心のない人を助けるなんて、そんな無駄遣いは絶対やりません。もう、ずるいわ。どうしてあんたばっかり恵まれてるの？うちの嫁なんか礼儀がなってないから、ちょっとしつけてやっただけで逃げやがって。息子の浮気だって男の解消なのに、不公平よ。え？あんたなんて年金暮らしで孫の顔も見れないかわいそうな女だからと思って仲良くしてやってたのよ。なのに若い嫁がもらえて夫の遺産もたくさんあるなんて。友人だと信頼していた彼女にこんな風に見下されていたなんて。ショックと同時に怒りがこみ上げた。うちの嫁を物扱いしないで。そういう偽善的なところがムカつくのよ。彼女は天を仰いで狼のように雄たけびを上げる。金をよこしなさい！ 500 万！早く！友達が困ってるんだから！あなたはもう私の友人じゃないわ。もう、あんた調子乗っていると痛い目見るからね！覚悟しなさいよ！それは脅し？脅し？は、脅しか本当か知りたいなら、夜道を一人で歩いてみたらどうかしら。そう。私世間知らずでお人よしだからこういうこと疎くて。だからあなたが今言ったことをそっくりそのまま警察に伝えてみるわ。え？時が止まったかのように鬼の形相の彼女の顔が固まる。その時、嫁が今から顔を出してスマホを振った。怖い脅迫。バッチリ録音できました。幸子の顔がみるみる白くなる。はめたわね。あなたが勝手に墓穴を掘ったのよ。そんな、片親育ちの嫁にいいようにされて。両親が揃っていたって、あなたの息子みたいに犯罪者に育つことだってあるじゃない。彼女は断末魔のような雄たけびを上げ、逃げ帰っていった。それから私は長男夫婦と膝を突き合わせてたっぷり話をした。なんと嫁は私と仲良くなりたくて一生懸命にそのきっかけを探していたという。母子家庭で育った彼女だけれど、男のところを渡り歩く母親に愛想を尽かしていた。そんな彼女は夫の母である私に対して本当の母のような愛を感じていたのだそうだ。お母さんが話しかけてくれることも、美味しいご飯を作ってくれることも、すごく嬉しかったんです。でも、私には教養も常識もないから、失礼があったらどうしよう、嫌われたらどうしようっていつも不安で。ゆうなさん、
電話詐欺でとっさに私の代わりになって演技をしてくれたのも、一人で生活することの多かった小さな頃から勧誘電話を撃退するために磨いてきた生きる術だったらしい。初めて一人で我が家に来てくれたのも、前の日に怪しい男がこの家を眺めていたことが気になっていたからだそうだ。不器用ないじらしさが切なくて、私よりも一回り大きな彼女の体をぎゅーっと抱きしめた。ありがとう。あなたみたいに強くて優しい子が息子の嫁になってくれて、本当に嬉しいわ。お母さん。ゆうなはいい子だし、母さんは優しいからな。気が合うと思っていたよ。満足げにうなずく長男を私は思いっきり睨みつける。あなたはもっと人への気遣いを勉強しなさい。ゆうなさん、遠慮しないでやり込めなさいね。ごめんなさい。息子が頭をかくと、と嫁がおかしそうに笑う。その笑顔がこの先いっぱい見られたらいいと心の底から願った。それから5年後。ジロー、遊ぼうはしゃぼ孫たちの突撃にもみくちゃにされるのを恐れた次郎が冷蔵庫の上まで駆け上がる。ジロー、降りておいでおいで名前を呼ばれれば、つい返事をしてしまう次郎の律儀さは相変わらず。その様子を微笑ましく眺めていると嫁が話しかけてくる。お母さん、最近市内で詐欺電話が多発しているって聞いたけど大丈夫？大丈夫よ。また次郎から電話が来たってバーンと追い払ってやるんだから。もう、お母さんったら。嫁がコロコロ笑う。つられて私も笑う。名前を呼ばれたと思った次郎がまた、いい声で、にゃーんと返事をしてくれた。何が目当てだ金かは？突然突きつけられた言葉の刃にも、突然態度を変貌させた彼の父の態度にも、私はとっさには返事ができなかった。断じて田舎の農家とは結婚させんぞ！覆いかぶさるような結婚不許可の叫び。もういいです！怒り心頭で私は立ち上がった。私は渚、26歳。大学時代から交際していた誠と半年後に結婚することとなった。実は私には両親がいない。二人とも私がそれぞれ小学校、中学校の時病気で亡くなってしまった。そんなわけで私は高校を卒業して上京するまで祖父母に育てられた。現在は祖母も他界して祖父は一人で田舎暮らしだ。誠の父親は日本でも有名な大手自動車メーカー、A 自動車の専務だと聞いた。専務の父が保護者を連れて挨拶に来いって。とかある日、誠が一緒にランチを食べている時に言い出した。その専務の父ってわざわざ言う必要あるのかと、ちょっとその枕言葉にもやっとは来た。しかし結婚ともなれば挨拶に行くのも当然。私は、わかった、と返事した。それにしてもだ。誠は金持ち自慢。というか、メーカー上がりだと自分で言うところがちょいちょいあった。ただ、自分がメーカー上がりと自覚しているからこそ、誠自身がその威信に引けを取らぬよう努力している面もある。英語がずば抜けてできたり、確か総合成績も学年でトップクラスだったはず。やはりやることはやって結果を出しているのはすごいと思えた。そういった努力型な面に私は惹かれていた。そんな経緯で、おじいちゃん、挨拶についてきてほしいんだけど、と遠く離れた田舎に住む祖父に電話をした。ええよ。東京は遠いけど、渚のためだ。喜んで行くよ。と祖父は快諾してくれた。ところがだ。私はその結婚の挨拶の場で、
こんなに苦い思いをすることがあるのかというくらいの体験をすることになる。彼の実家に挨拶に行くと和室に通された。門だって大きかったし、その和室に通じる廊下も広くて長かった。部屋はとても綺麗で、窓から松の木が見える。床の間には掛け軸と壺、そして花。見るからに豪華なお作りだ。そして、もうお食事のお膳もセットしてあった。松膳金山のお膳です。と、誠の母に座るよう促されつつ言われた。高級料亭のお膳だ。誠のお母様も和服でバッチリとお決めになっていて、これが名家の奥様かと息を飲んだ。さて、ぎこちなく座っていると、誠の父もやってきた。結婚の挨拶に来てくれたとのことで。恰幅のいい男性だった。口元に余裕を感じさせる笑みを浮かべている。トランプ大統領を和風にしたような感じだった。粗膳ですが、存分に味わってください。と言われた。ところがこれが、帰れに変わるのに時間を要さなかったのである。その間10分もなかったと思う。で、おじいさま、お仕事は何をと、誠の父が聞いてきたときにそれは起こった。島で農業をしております。と祖父が答えた途端、その誠の父が、スパーンと箸をテーブルに叩きつけたのだった。農家だと？その瞬間、誠の父が顔を前から上げ、私に顔を向けてものすごい形相で睨みつけてきた。地獄の閻魔が乗り移ったかのような形相だ。そして、何が目当てか！金か！と、ドスの効いた声で叫んできたのだ。は？突然突きつけられた言葉の刃にも、突然変貌した彼の父の態度にも、私は対応できなかった。言葉に詰まる私を、さらに誠の父が追い立てた。農家の分際で！は？農家って分際とか言われるものなのか？理解が追いつかない。農家、つまりは百姓だろうが。匂う。肥料の牛糞こねてる匂いか？誠、目を覚ませ！お前の財産狙いの狐だぞ、こいつは！しかも島だと！田舎の農家の娘なんて金目当ての匂いしかしない！その剣幕に驚きつつも、誠が。でも、渚は、俺と同じ大学で、そんな金目当てで何かするような子じゃないよ。と、おろおろと言葉をつないだ。その時。もう、やめてあげてくださいよ。と、割り入る声がした。しかし、それは咎める声ではなかった。嘲笑う声だったのだ。それを発したのは誠の母。母までクスクス笑ってこちらを見下ろす視線を投げてくる。農家から誠と同じ大学にね、トビが鷹を産んだってところでしょうね。それで、渚さんも鷹の川の家に入りたいってことでしょ？気持ちはすごくわかるわよ。だって、農業高校って県内でも偏差値の最下層が行くところ。つまり農家はそんな人間の末路、吐きだめの職業よね。いいわ。あなたがどうしても鷹の仲間入りをしたいなら、トビのご家族とは絶縁なさい。それなら寛容な心で認めてあげてもいいわよ。なんなんだこれ。箸をスパーンと置くのは、今度は私の番だった。もういいです。私は叫んで立ち上がった。そして、おじいちゃん、帰るよ。と祖父を立ち上がらせ、袖を引いてずんずんと外へ出た。帰れ！と、犬でも追い払うような誠の父の声が私たちが飛び出した和室から聞こえた。誠が慌てて門の外まで私を追いかけてきて、私の肩を掴んできた。私はそれを振り払う。何あんたのお父さんの言い方！と私は憤慨する。遠方からおじいちゃんがわざわざ来てくれたのに！これはもう、あんたのお父さんからの謝罪がない限りは結婚しない。
と言いかけたその時、誠の口から信じられない言葉が出た。でもさ、世間一般には田舎の農家の子はもらってやるもんだよ。はぁ？誠の言葉が信じられなくて二度聞きしてしまう私。誠はそんな私を見ながらやれやれと頭をかいた。なあ、なぎさ、冷静になって考えてごらんよ。君は両親がいないわけだろ？おじいちゃんだってあと何年いるか。もうじきみなしごじゃないか。そうなった時にメーカーに入れるって悪い話じゃないと思うけど。父さんに土下座して、とりあえず謝ってうちの家に入れてもらいなよ。その場はセッティングしてあげるからさ。この言い草である。信じられない。自分の家を堂々とメーカーとか言う男。土下座して結婚を頼めとか言う男。何様よ。情なんて一気に冷めてしまった。帰ろう。その様子を見ていた祖父が一言声をかけてきた。うん、帰る。私は返事をすると誠に向かって叫んだ。この話はなかったことで構わないわ。もうトビがどうか知らないわ。白鳥でもカリフォルニアコンドルでも好きなのと結婚しなさいよ。あんな奴だったなんて、今気づけてよかった。結婚してたらもっと恐ろしいことになってたわ。私は祖父を見送る空港でも、まだ憤慨していた。祖父は、まあ、農業の大切さ、偉大さは、きっかけがないと気がつかないのかもしれないな。と、ポツンと言った。きっかけとか関係ないよ。食事なしには人間は生きていけないのよ。あいつらが自慢してたお膳の中身のお野菜だって、農家さんたちがいなきゃ口に入れられないんだからね。私はその時は大激怒していて気がつかなかったが、きっかけがないという祖父の言葉の意味を後々知ることになる。そんなわけで私と誠は婚約破棄して別れてしまった。だからさ、ちょっと謝って土下座すれば。なんて誠は改めての離別の話の時も言っていたが、謝る中身もなけりゃ土下座なんて論外。と私は突っぱねた。ということで、別れた誠に対して未練は微塵もなかった。なのでケロッとして過ごしていたが、数ヶ月後、その誠からスマホへ電話がかかってきた。何の用だ？再演なんてお断りよ。だから、土下座なんてしないっつってんでしょうが！と出るなり言ってやった。しかし想像に反して誠は、君じゃなくて、俺の父さんが土下座したいって、土下座させてください。とかしどろもどろに言ってきたのだ。これには驚いてしまった。わけがわからない。誠は敬語のまま続けた。この度は、本当に軽率な発言及び行動をしてしまい、誠に申し訳ありません。親子ともどもお詫びに参りますので、おじい様とお話をさせてください。もう電話の向こうで土下座せんばかりのかしこまりぶりだ。何かよくわからなかったが、祖父と話をして謝罪したいのだろう。ということで、よくわからないまま祖父に連絡をした。じゃあ、お膳を取ったお店の本店で話を聞こうかの。と祖父が電話口で言った。どういうこと？と私が聞くと、あいつが馬鹿にした農家に足元を救われたってことじゃよ。ケラケラと祖父が笑った。料亭には私たちが先に着いた。5分ほどして、誠とその両親がやってきた。全員黒いスーツだった。え？そのいでたちに私は絶句する。すると部屋への敷居をまたいですぐ。この度は大変申し訳ありませんでしたと、先頭に誠の父、その後ろに誠と誠の母が手をついて土下座して叫んで詫びたのである。いきなり展開された土下座三角形に私は息を飲む。祖父が、わかったか。とぽつりと言葉を投げて額を畳にこすりつける誠の父を見下ろした。はい、痛いほど。
展開がわからない私は息を飲む。誠の父がポツポツと話し始めた。私が失礼な発言をして1週間後、突如、弊社の研究開発部から知らせがあり、オリーブオイルの卸がストップされたと。そして、ライバル会社に卸し始めたと。どうなっているんだ、原因を解明しろと、私が専務として社員に指示を出したのですが、弊社の社員に調べさせましたところ、オリーブオイルの工場会社の社長が、モテキ様と、経緯を語り終える頃には、誠の父は見てわかるほどガタガタ震えていた。祖父はそれに反して余裕の表情で腕組みをしている。そうじゃな。A 社さんはエンジンオイルにいずれ枯れる石油に代わるオイルを使うということで、オリーブオイルを燃料とする車を作ろうとしておったな。開発部には、私は携わっておりませんでしたので、そのようなことを存じ上げず。じゃからな、そういうことじゃて。祖父は告げる。娘が言うておった。食事なしには人間は生きていけないのよ。あいつらが自慢してたお膳の中身のお野菜だって、農家さんたちがいなきゃ口に入れられないんだからねと。だが食事だけではない。こういった生活に身近なところでも農作物と関わっていくんじゃ。農作物は当然農家がこしらえておる。つまり農家とは大地の創生業じゃ。農業と関わりのない分野など生きている限りないわ。食用オリーブオイルと違い、何せ低温で固まるのがエンジンオイルとしてはネックになる。わしの工場でも育てる段階から創意工夫しておったところが大きい。わしの作ったオリーブでな。農家を馬鹿にする者が専務なんかしておる会社の発展に、わしらが尽くすと思うのか。まあ実情を仲間に話しておいたから、誰も御社が頭を下げたところで協力してくれんと思うが。祖父は小豆島でオリーブを育て、そのオリーブを使ったオイルを作る工場も経営していた。日本の9割のオリーブオイルは小豆島で作られている。まあこれからは、先進気鋭の B 社さんと手を組むことにしたから、A 社さんはどうぞ孤立無縁でよろしくやってくれ。それだけは。誠の父がさらに畳に頭をこすりつけた。もう多分額が真っ赤になっていそうだ。祖父の話を聞いてようやく事の成り行きを把握した。そういうことだったのか。平服する誠の父は言葉に詰まってしまった。ただただ額を畳にこすりつけ続けている。そんな父の姿は初めて見たのだろう。誠は、ここは自分が何とかしないと思ったらしい。今度は誠が、なあ、おじいさんの機嫌を損ねたことは、俺もとんでもないことをしたと思ってる。でも、離別のきっかけになった親父が、こう言って謝っているんだから、どうか水に流して俺とやり直してくれ。そしておじいさまを説得してくれ。とか、畳から額を上げて、私にすがるような目で訴えてきた。何こいつ、ふざけてんの？ふざけすぎてる。私は怒り心頭だった。頭が煮えたぎりすぎて、かえって冷静な言葉が出た。ねえ、誠。なんで大学で私と同じバイオテクノロジーなんて学んだあなたが、そうやって農家を見下すの？なんでバイオテクノロジーを選んだの？就職に有利だから。私は吹き出した。これで企業に入れたというのだから、親の七光もすごいなと思う。大学でどうしてその学部を選んだのかなんて、どの企業でも聞かれるだろうに。その答えの時点でもう大学で何も学べてないじゃない。私、鼻につくところはあったにせよ、努力してる誠は好きだったよ。でも、上を目指す誠は好きだけど、下を見下す誠は嫌いだよ。やっていけない。私は農家の娘だし、もっと効率よく、美味しい品種を作って農家さんに届けたくて、バイオテクノロジーの道に入ったんだから。もう、生きる目標からして違うわ。もう畳に鼻水と涙をまき散らす誠。見ていて見苦しすぎた。そんな、お前とおじいさんに見捨てられたら、俺も父親も、いや、そして、父が養う母親だって。お母さん、
私は誠の母に目線を投げた。何気に一番失礼だったのはこの母親だった気がする。畳から彼の母親も頭を上げた。随分泣いていたのか目が真っ赤だった。でも、そんなのこっちの知ったことではなかった。冷たく突き放してやった。私は、鷹が産んだ鷹の子です。いや、別に私から言わせれば生きるものすべてが鷹です。上下はありません。私は祖父を尊敬しているので縁は切りませんし。あなたこそ世間から縁を切られなさいよ。母親は何も言い返せず、ただまた畳に額をすりつけた。言うことを言い終わったので、帰ってください。と私は告げた。三人はなおもすがろうとしたが、お店の人が追い出してしまった。三人が追い出され、静かになった部屋で、料理は二人分しか注文してないからな。と祖父が言う。ここの店も、わしのオリーブオイルを使ってくれているお得意様だ。顛末を語っておいたから、二人分しか頼んでない。まあ、ゆっくり味わえ。そして、孫との久々の食事だ。一緒にいろんな話がしたい。祖父はにっこりと日本酒のとっくりを傾けた。結局、これが原因で、誠の父は専務を降格となった。降格させられ、最終的には退職。A 社のエンジンオイルの開発を中止せざるを得なくなったことが原因だった。息子の誠も、縁故入社だったため、もう昇進の目がなく、あの隕石大社の息子、と白い目を向けられ、退社を余儀なくされたらしい。もう経済的な身寄りがないから助けてほしい、とメールで泣き言を言ってきたので、経済的なみなしごになった気分はどうと返信し、着信拒否をしてやった。一方、B 社と共同開発したエンジンオイルは順調で、他の機械製品にも使えるとかで、何やら賞をもらったり、祖父も工場の規模を大きくしたりした。一層の品種改良を目指し、私も研究室で慌ただしく働く毎日だ。そんな中、研究室で縁ができ、私はその人と結婚することになった。バージンロードの同伴がこんなしわくちゃなじいさんですまんね。と祖父は言ったが、そんな、私はおじいちゃんにこの姿を見せたかったからとっても嬉しいの。私は祖父の手を握った。おじいちゃん、ありがとう。おじいちゃんがいたから、親がいなくても寂しくなかった。おじいちゃんがいたから、今の幸せがある。おじいちゃんがいたから。おじいちゃん、大好き。式場の扉が開いた。貧乏なあなたにとっては、デパ地下食材の残飯でも立派なごちそうでしょ？ほら、見ててあげるから、残飯でも食べて私たちを楽しませなさい。とんでもないことを言われ、私の体は怒りに震える。そんな私に代わって、仲のいいママさんが言った。相沢さん知らないの？彼女はね。ママさんの言葉に、相沢さんは目を見開くことになる。私の名前は田村理恵。幼稚園に通う子供を持つ35歳の主婦だ。結婚して10年が過ぎ、そろそろ家が欲しいね、なんて夫と話してたりする。どうせ家を買うなら希望が詰まった注文住宅がいいなと思うけれど、そうなるとお値段もなかなか高額になるだろう。支払いのめどが立つまではと、夫とああでもない、こうでもない、と、まだ見ぬ我が家のことを考えるのが楽しみの一つとなっている。仕事も順調。夫との夫婦仲も良く、子供は元気にすくすくと育っている。そんな不満のない家族との日々とは真逆に、私の頭を悩ませるのは家族以外の対人関係だ。こう言うと、ああ、お姑さんと思うだろう。でもそうじゃない。義実家との関係は悪くないのだ。義両親は遠方に住んでおり、年に数回会う程度。特に問題があるわけでもなく、
離れてるからこそのいい距離感を保ててる関係だ。問題の相手は血縁関係ではない。全くの他人。だが、子供の延長で知り合った人たちなので邪険にできない。それをママ友という。ママ友って何よって最初は思ったものだ。子供つながりで知り合うのは普通だけど、友達になる必要あるの？そりゃたまたま気の合う人がいて、子供の手が離れても友人関係が続くこともあるだろう。でも大半は、子供の切れ目が縁の切れ目って言うじゃない？そんな希薄な関係のどこが友達だっていうの？だからママ友という関係にはいつも首をかしげてたものだ。ややこしいことに巻き込まれたくないと、私はあまり深入りしないよう気をつけていた。ランチに誘われれば応じる時もあるし、断ることもある。他のママさんの悪口を聞かされたら、同意も反論もせずに、そっとその場を離れ、その人とはフェードアウト。あからさまに自分の悪口を言ってるのが聞こえても、はいはいそうですかーと適当に流す能力を身につけた。そもそも私は長い立ち話をしてられるほど暇ではないのだ。仕事も家事も大忙しな私は、そうやって他のママと適度な距離感を保っていた。だがそれでもめげずにぐいぐい来る人はいる。それが私の頭痛の種、相沢というとあるセレブグループのボスママだ。相沢さんは旦那さんが IT 企業の社長でセレブ。いわゆるお金持ちだ。そのせいか、彼女を中心とするグループはちょっとセレブな人で構成されている。私やその他の一般家庭ママはそれを遠巻きに見てたりする。どうやら彼女たちは自分より下の人間と接することで自己顕示欲を満たそうと考えてるらしい。やたらと人を見下し、マウント取ってくるので敬遠されがちなグループだ。そんな彼女たちのターゲットはコロコロ変わるわけだが、現在進行形のターゲットは私だったりする。きっかけはほんの些細なこと。園に迎えに行くと、たまたま子供同士が楽しそうに遊んでいた。それをしばらく見守っていたら、相手の子の親が話しかけてきた。それが相沢さんである。初めてまともに交わした彼女との会話はこうだ。ねえ、田村さん、あなたひょっとして子供に愛情を注げてないんじゃない？いえ、そんなことは。そんなことあるわよ。だって何よあのみすぼらしい服。ちゃんとブランド物着せてる？いや、うちはブランドにこだわりは。嘘でしょ？どんな貧乏人なのよ。断っておくが、うちは貧乏ではない。ごく普通に収入がある一般家庭だ。だが、ブランドこそが神、とでも思ってるような相沢さん。もうそれだけで、私へのマウント発動条件が揃ったらしい。料理は食材が命。やっぱりデパ地下で高級食材を買わなくちゃね。あ、ごめん。田村さんにはちょっと無理があったかな。お金ないからって、そこらの家庭菜園からお野菜勝手に取っちゃダメよ。田村さんってお仕事してるんでしょ？奥さんを専業主婦にさせれないとか、どんだけポンコツ亭主なの？私の夫は私に働かせようなんてしないもの。見て、私の指。手垂れできそうなくらい綺麗でしょ。仕事と家事を兼業してガサガサの手になるとかありえない。旦那に愛されてないとかかわいそう。ひょっとして仮面夫婦ってやつ？気の毒。今度みんなでランチしようって話してるんだけど、田村さんは、お仕事してるから無理だよね。私たちがホテルで優雅にコーヒー飲んでる時に、田村さんは汗水鼻水流して働いてるのよね。すごいわね。貧乏は悲しいわね。よくもまあ、次から次へペラ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 と口が回るもんだ。食材にこだわるのはいいと思うけど、人様の家庭菜園を取っちゃダメって、どういう発想なのそれ。夫婦共働きイコール夫婦仲が悪いなら、今の世の中、仲悪い夫婦だらけになるんじゃないの？ちなみにうちは今もラブラブですよ。自分で言うのも恥ずかしいけど。それと、汗水にプラスしてどうして鼻水？いろいろ突っ込みどころ満載のことを言われて、頭に来るというよりも呆れてしまう。
そしてストレスが溜まる。適当にあしらうのが一番と笑って流してた私も悪いのだろう。相沢さんのマウントは日に日にひどくなっていった。そのうち相沢さんのグループに所属する他のセレブママの態度もひどくなっていった。挨拶しても無視は序の口。聞こえよがしなひそひそ話で、ほら、あの人が貧乏で夫と不仲の、とか言ってたりするし。わざとらしく体をぶつけてくることもあった。当然謝罪はない。ただ不幸中の幸いは、その影響が子供には出なかったこと。そんな母親を持ってると子供にも話がいって、私の子供にひどいことされるのではなんて心配してたが、先生方がいい方でしっかり子供を見てくれてるし、子供たちも普通にうちの子と仲良くしてくれてるようなのだ。だからこそ、どうにか耐えられてるとも言える。そんなある日、呼び止める声がしたので振り向けば、また相沢さんグループだ。1、2、3、なんだかゾロッと揃っている。ここは挨拶だけして子供のお迎えをと思ったのになぜか囲むように捕まってしまった。何かご用ですか？田村さん、喜びなさい。私ね、家を建てたの。そうですか。おめでとうございます。家を建てたのはあなたではなく大工さん。お金を出したのはご主人でしょ？というツッコミを大人な私はしない。だから、あなたも招待してあげる。はい？話が見えず、首をかしげる私に、相沢さんは腰に手を当て、鼻高々に言った。なんと、高級住宅街に家を建てるのよ。そうですか。でね、田村さんには縁遠い世界の話だろうから、新築祝いに呼んであげる。田村さんも家の購入考えてるとか以前言ってたわよね。参考になると思うわよ。でも貧乏なあなたにはうちのような家を建てるのは無理か。せいぜい中古住宅だもんね。だからこそかわいそうなあなたを招待してあげると言ってるの。きっと一生住めないようなパラダイスワールドが待ってるわよ。パラダイスって。すごい勢いでまくし立てる相沢さんに面食らい、思わず突っ込み入れるも相沢さんは無視して言葉を続けた。嬉しいでしょ？心躍るでしょ？うちの素晴らしさに感動して泣いちゃうかもよ。なぜよそ様の家を見て泣かねばならないのだろう。もしそうならテレビとかで出てくる芸能人とかの大豪邸を見るたびに泣かねばならないではないか。あまりの勢いに負けて言葉が出ない私の態度を了承と取ったのだろう。それじゃ、日程が決まったらまた連絡するわね。そうそう。その日は各自料理を持ち寄ることにしてるから。でも無理せず、デパ地下で買ってきてくれていいからね。でも経済的に田村さんは無理か。じゃあ特別サービスで何も持ってこなくてもいいからね。と、言いたいことだけ言って、相沢さんとその取り巻きは去っていった。最後まで馬鹿にしたような笑みを浮かべながら。そこまで言われて、なぜ新築祝いに出席せねばならないのかと思う。だが困ったことに、相沢さんやその他のセレブママの子供とうちの子は仲がいいのだ。というか、同じクラスの子はみんな仲良し、という感じ。それはとてもいいことだし、いい縁なんだなってのはわかる。なので断りたくても子供のためにと出席せねばならない。この世はなんて生きづらいのだろう。とか嘆いてたら相沢さんの家に行く日がやってきた。相沢さんは何度も念押しで、みんな料理を持ち寄るけど本当にいいからね。デパ地下でいいからね。買えないか。手ぶらでもいいから。みんな何かしら料理持ってくるけど、ほんといいから。お金ない人にそんなの強要できないから。まあみんな常識あるから手作り持ってくるんだけどね。田村さんは気の毒な人だから本当にいいから。とか言われて持っていかないわけにもいくまい。仕方なく手作りした料理を手に私は教えられた住所に子供と共に向かうのだった。わお。思わず漏れた声。それもそのはず。現れたのは紛れもない豪邸だったから。さすが高級住宅街。
豪邸がずらっと並んでるので、目的の家が浮いてる様子もない。こりゃ自慢したくもなるか。間違いなく相沢と書かれた表札をちらっと見て、私はインターフォンを鳴らすのだった。いらっしゃい。うわ、安定の田村さん、ブランド嫌いだもんね。つまりそのうわは服がみすぼらしいと言いたいのだろうか。さすがによそ様の家に伺うときはちゃんとした服着るわい。それなりのブランドな服を着てきたんだけど、ブランド大好きな相沢さんが気づかないレベルなのだろうか。腑に落ちないが、とにかく入らせてもらい、その立派さに思わずため息が漏れた。中に入ると予想以上に大勢がすでに集まっていた。見ればセレブママ以外の私と同様に普通のお家のママさんも来ていた。みんな行くかどうか迷ってたんだよね。仲いいママとはメッセージでやり取りしてたから来るの知ってたけど、どうもクラス全員を招待したみたいだ。そしてママさんプラス子供たち。それが全員入るんだから確かに立派なお家よね。でも新築だから気を使うな。子供が汚さないかとヒヤヒヤものだわ。なんて思いながら私はタッパーに入れて持ってきた料理を出そうとしたのだが、それより早く相沢さんが何かを差し出してきた。見ればどうやらフライドチキンのようだ。だが身はほとんどなくてほぼほぼ骨だ。差し出されたそれを一体どうしろというのだろう。そう思ってるとニヤニヤ笑いながら相沢さんが言った。せっかく貧乏なあなたを新築祝いに呼んでやったんだから、私たちを楽しませてよね。これね、デパ地下で買ったお高いフライドチキンなのよ。あなたが一生食べれないようなものだから食べさせてあげる。でもこれ食べかけというか、残りカスですよね。そう言うと、さらにニヤニヤ笑いが濃くなった顔で相沢さんは言う。贅沢言うんじゃないわよ。あなたにとってはこの残飯でも立派なごちそうでしょ？ほら、見ててあげるから、残飯でも食べて私たちを楽しませなさい。言われた瞬間、血の気が引いた。怒りのあまり、体がブルブルと震える。なんてことだろう。勝手に見下し、馬鹿にした挙句、残飯を食べさせようとするなんて。田村さんが毎日お家で作ってる料理なんて残飯みたいなもんでしょ？でもこれは最高級の残飯なの。よかったわね。こんな美味しい残飯が食べれて。ほら、喜んで食べなさいよ。ほら。ぐいっと押し付けられるチキン。いや、チキンの骨が乗った皿。悔しさに唇を噛み締めていたら、不安そうに私の手を握って見上げてくる子供と目があった。それを見た瞬間、私は涙を引っ込めて、きっと相沢さんを睨むのだった。相沢さんグループは、残飯、残飯と残飯コールをしている。それを見ておろおろしている他のママさんをちらりと見てから、私はおもむろに持ってきた紙袋からタッパーを取り出した。そしてそれを相沢さんに突き出して叫んだ。残飯をありがとう。じゃあ私の料理を残飯だという相沢さんにプレゼント。私が作った料理です。この残飯をどうぞ。言ってぐいっと相沢さんに突きつけた。一瞬の静寂の後、どっと爆笑が響き渡った。ちょっと、冗談でしょ？本当に料理作って持ってきたの？貧乏人が作った貧乏飯なんて食べられるわけないでしょ？冗談はよしてよね。どうせ安い食材で作ったんでしょ？やめてよ。子供が貧乏舌になるじゃない。お金なくて仕事してる人の作る料理なんてどうせ時短でくだらない料理でしょうが。本当の残飯よね。セレブな私たちには食べられないわ。相沢さんだけじゃなく、彼女の取り巻きセレブママたちもこぞってひどいことを言う。私は無言、無表情でタッパーを持ったまま立ち尽くしていた。その時だった。一人のママさんが動いたのである。彼女は相沢さんグループではなく、どちらかといえば私と仲の良い普通の家庭のママさんだ。その彼女が私のタッパーを手に取った。そして言ってくれたのだ。
食べてもいい？と。なんだかそれだけで嬉しくて涙が出そうになるのを必死でこらえて、私は笑顔でうなずいた。彼女はタッパーを開けた瞬間、うわー、美味しそうと言ってくれた。その言葉にタッパーを覗き込むママさんたち。相沢さんグループはそれを遠巻きに見ていた。ひそひそ話し、クスクス笑いながら。それを気にすることなく、タッパーから料理を小皿にとってママさんが一口食べた瞬間、大きく目を見開き、口元を押さえて、やだ、なにこれと叫んだのだ。それを見た相沢さんたちが、空見たことか、といった表情をした直後、食べたママがもう一度叫んだ。すごく美味しい。嘘。なにこれお肉がトロットロ。口の中でほぐれて溶けていく。このタレがまた最高に美味しくて。ダメだ。うまく食レポができない。苦笑いを浮かべてから、食べたママさんは私の顔を見た。その目はキラキラ輝いてる。田村さん、これなんて料理？どうやって作ったの？もうね、最高に美味しい！レシピ教えてほしい！その言葉を皮切りに、他のママさんたちや子供たちが食べ始めた。そして口々に、美味しい！初めて食べるわ、こんな美味しい料理。何これ、一流シェフが作ったんじゃないの？と、ママさんたちが賛辞を述べる。そして子供たちも目を輝かせてバクバク食べている。わあ、ねえママ、これお家でも作って。そう言った子供は、セレブママの子だった。それに慌てるセレブママ。ちょっと、そんなの食べちゃダメよ。どうして？すっごく美味しいよ。早く食べないとなくなっちゃうよ。はい、ママにあげる。無理やり口に、何これ？めちゃうま！子供に無理やり口に押し込まれたセレブママ。だが食べた瞬間、目の色が変わるのだった。そのまま子供と一緒に食べ始めてしまった。それを見て恐る恐る近づいてくるセレブグループ。そして、あらやだ、本当に美味しい。行きつけの三つ星レストランより美味しい。何これ？やだ、美味しい。ちょっと相沢さん、これ残飯なんてありえないレベルよ。食べなきゃ損よ。と一気に食べ出したのである。最後までそれを呆然と見ていた相沢さんだったが、セレブ仲間に差し出されたお皿をしぶしぶ手に取り、箸をつけて食べた直後。何これ？うまっ！これは革命よ！お肉の宝石箱！いやー！と叫んでむせるのであった。今あなた、聞き慣れたフレーズ言いかけたわね。信じられない。どうしてこんなに美味しいのよ。田村さん、これ実は買ってきたんでしょ。違いますよ、相沢さん。それは確かに昨夜から時間をかけて作った私の手料理です。素人にこんなの作れるわけないでしょ。どうあっても信じたくない相沢さんの叫びが室内に響いた時だった。最初に私の料理を食べたママさんが、相沢さん知らないんですか？と言ったのだ。何をよ。田村さん有名な料理ブロガーさんなんですよ。一瞬何を言われたのかわからないという顔で、そのママさんと私を交互に見る相沢さん。そんな彼女におもむろに携帯を差し出したママさんは、そのブログを彼女に見せるのだった。ほら、この人です。それを見て目を丸くする相沢さん。うっそ！これ私も大好きなブロガーさん。しょっちゅうレシピを参考にしてる人じゃないの。嘘？マジで？ありえないんだけど。ありえないも何も、田村さんなんですよ。その言葉にますます目を見開いた相沢さんは、彼女の手から携帯を奪い取って、ブログ画面を私の顔面に突きつけてきた。どういうことよ？あなた本当にこのブログの人なの？まあ、本当ですね。
嘘でしょ？嘘よね？絶対嘘！本当ですよ。顔出ししない派なので顔は載せてませんが。ほら、この完成写真と一緒に写ってる手の指輪。私のと同じでしょ？そう言って指輪を見せる。ちょっと変わったデザインで同じのをしてる人を見たことない指輪である。私の指輪と写真を交互に見た相沢さんは、ようやく理解が追いついたのだろう。嘘でしょ？そうつぶやいて床にへたり込むのであった。その後、私が持ってきた料理はママさんと子供たちにより見事に完食。食べ終わったみんなからなぜか拍手が湧き起こるのであった。あはは、なんか照れるな。私は昔から趣味で料理をしていたのだが、なんとなく始めたブログに載せたらこれが大好評。要望が多かったのでレシピを載せてたんだけど、それがまた好評で先日レシピ本も出した。とてもありがたいことにこちらも好評。次の話も来てるし、取材もひっきりなしに来る。ネット上には顔を出したくないと載せてなかったけど、別に周囲に隠してるわけではなかった。勘のいい人に聞かれた時には隠さず、そのブロガーは私だよと答えていた。ただ、相沢さんグループにはその話が言ってなかったみたいだけど、相沢グループは完全に自分たちだけの世界ができてたからね。他のママさんたちからの情報はほとんどいかないのだ。ブログと本のおかげで夫の収入と合わせればセレブとは言わないまでも世帯収入は平均より上だと思う。でもそんなこと人にわざわざ話すようなことじゃないよね。だから私は黙ってたんだけど、それで勝手な勘違いをしてくる相沢さんたちには本当に呆れてしまう。数日後、縁であったセレブグループに相沢さんの姿はなかった。不思議に思ってるとセレブママの一人が言ったのだ。相沢さんって最悪よね。勝手にあなたのこと貧乏ママとか見下しちゃってさ。いい加減な情報を流すような人とは縁を切ることにしたの、私たち。と、これまた勝手なことを言ってきた。さらに。ねえ、よかったらお料理教えてくれないかしら。などと調子のいいことを言ってきたので、私はにっこり微笑んで。料理教室に行ってください。と言って断るのだった。当たり前だ。相沢さんはどうなったかといえば、なぜかお子さんのお迎えにお父さんが来るようになった。どうしてだろうと思ってたら、一人のママさんが教えてくれた。何でも夫の金を好き勝手使い込んで、貯金ゼロどころかマイナスで借金してたことが発覚したのだとか。それで旦那さんに見下り班を突きつけられたらしい。実家にも愛想つかされ、どこか一人で寂しく貧乏生活してるんじゃないか、なんて噂が流れた。真実はわからないが、今まで働いた経験のない彼女のことだ。決して楽な生活ではないだろう。私はといえば、マウント取ってくる人もいなくなり、快適な日々を送っている。夫と子供の笑顔が見たいからと、あれこれ研究してきた料理は今も人気だ。これからも家族のためを第一に、楽しく料理をしていきたい。そうそう、2冊目のレシピ本の売れ行きも好調で、このままいけばもうすぐ家の購入もできそう。その時は、キッチンとダイニングにはこだわりたいなぁと思うのであった。田村さん、こんにちは。あ、ささやかだけど、料理教室も始めちゃいました。教室っていうか、ママさんたちと楽しく料理をする会、かな。もちろん、セレブママたちは入れません。Actually, I'm pregnant with my brother's child. My sister said this while showing off her belly. My parents are telling me to give up my husband. No, that's ridiculous. There are too many things to point out. Well, I thought I'd show them my true colors, but my sister and parents' pride was crushed in an unexpected way. They deserve it. My name is Kazuza.
I'm 38 years old and I have to choose the clothes my kids get dirty every day. No, seriously, my little army kid gets his clothes so dirty that I want to ask him where he got all that mud on the way home from school. His socks are always so matcha colored that he played without shoes on, and there are always stones in his shoes. I wonder if this is what boys are like. Still, every day is lively and fun. Now I can smile about these hard times, but before I got married, it was really hard. Look at me. Well, this girl is really cute. Even though it wasn't a special day or anything, my sister Amy, who is 3 years younger than me, made a peace sign with a fork in hand while eating, and my parents took pictures of her with a threatening look on their faces. My mother said that her eyes were just like mine. I was the flower line. My father said that she was born so cute. Our family changed after my little sister, who is as cute as a pearl, was born. In the past, my parents used to love me, and I have good memories of that. But after my sister was born, she wasn't particularly cute, and she didn't have any outstanding talent. My parents stopped paying attention to me. Even now, they take pictures of my sister for no reason, but if I sit there, I'll be in the picture, so go over there. I was told that, and I ate alone at a table away from them. Hey, Dad, Mom, this hamburger is delicious. Just a little bit is fine. I really want my parents to look at me, even if it's just a little bit, but when I say that, it's a bit annoying. I'm taking pictures, so be quiet. My parents coldly said that and left me. I bowed my head and said sorry, and ate the tasteless hamburger in silence. This was my childhood. But my sister was still attached to me. Sometimes we did rituals together, and sometimes we got into fights. But my parents probably didn't like my sister getting attached to me. You can play with Amy, but there are snacks over here. I won't eat them. Saying that, my mother called my sister to the table in the back. My sister said snacks, and invited me to come too. But I couldn't say yes. Because my sister doesn't like sweets, so Amy and Mom will eat them alone. Oh, really? Yes, she's allergic. Then, big sister, Amy will eat snacks with Mom. My sister said that with a sad look on her face, and all I could say was yes, keep it up. I hate sweets. No, I love them. I even wrote that I wanted to be a cake shop owner in my kindergarten anthology. I love sweet things so much that when pudding is served at school lunch, I roll up my sleeves and join in the fight for it. Of course, I don't have any allergies. My mother just wanted to separate me and my sister. My father also wanted to separate me and my sister, so my parents used all sorts of methods to reduce the contact between me and my sister, and one day my sister started to dislike me. I don't know the details, but I think my parents must have told my sister some bad things about me. When my older sister threw a stuffed toy at me, saying that she didn't like Asami-chan, I didn't understand and couldn't say anything, but if I had known at the time that it was my parents doing, our relationship might have been a little different. Well, that's not how such things work on a child around 7 years old. As I grew older, my face, which was already cute, became even cuter, sexier, and more beautiful. On the other hand, I have acne-prone skin, I have bad eyesight, and I always look like I'm glaring at people around me, and because of that appearance, I couldn't feel cheerful, so I was a gloomy girl. I had friends, but they were all similarly quiet. Needless to say,
I felt miserable while the other girls in the same junior high school were getting prettier. My sister was given lotion but I wasn't, and even though I said I had bad eyesight, I wasn't given glasses. At the worst, I was forced to wear my father's worn-out tank tops as summer clothes. I only had to buy new clothes once every 3 years. The size not fitting was a normal thing. I was at the level of thinking that it would be fine if I could cover my clothes enough to not get caught when walking outside. Now that I think about it, I'm surprised I had friends like this. Normally, people would tell me not to play with that family. That's probably a big part of why my personality didn't get twisted. Oh, my sister is so dirty. While eating, she said that and looked at my face with disgust. She didn't need to bring it up, but she was probably trying to release her stress by saying it here. She said that she had recently broken up with her boyfriend, and I could clearly see that she wanted to vent her frustration on me. Amy was really born so beautiful. It's just plain. Don't you think you should take better care of it yourself? My parents look at me coldly and say that. How can I improve myself when I have almost no pocket money? My sister is on a tutoring course, so she can buy anything fashionable. In fact, my parents buy her so much stuff, so it's only natural that she needs to be polished. I can't help being so stubborn. In essence, this exchange was my parents taking advantage of my sister's stress relief to criticize me. I thought that responding to them and getting annoyed would only wear me down, so I emptied my heart. At first, I was hurt by Tategi, but if this happens every day, you will become stronger. One day, I no longer felt hurt no matter what they said to me. I was loved. I think it was because I stopped expecting them to love me. So, with my heart made of steel and my hair made of steel, I was able to live a hard life at home, and then one day something happened. What? Why don't you go to high school? Because it's a waste of money. I was shocked by this sudden event, and my mother said things that I didn't expect from a parent. Even though my high school entrance exam was just around the corner, my parents told me to give up on going to high school because they didn't want to pay the tuition. I was at my wit's end. When my parents say this, there is no precedent for their decision to be overturned. I have no choice but to accept it and say yes, I understand. But I didn't want to be unable to go to high school in an age where everyone else has graduated. If I earn enough money myself, I wonder if I can enter even if I'm late. I had no idea because I was prepared to go to high school just like any other child. Who should I consult with about what at a time like this? With my head in my hands, I contacted my paternal grandmother, who I hadn't known for a long time. My maternal mother had the same feelings as my mother's and only loved my younger sister, so if I were to consult with my parents, I would just be scolded for being a complete idiot. I remember my paternal grandmother being loved by me when I was young. I haven't seen her since my grandfather graduated from high school, but I thought she might be someone I could talk to. Hello. It's me, Grandma. I was worried that she would really hang up on me, but contrary to my expectations, my grandmother looked surprised, but she was happy to hear my call with a warm and frightening look on her face. That woman was worried about how you were doing. That's what my grandmother continued to say. I couldn't help but ask if that woman was my mother. I could tell that my grandmother on the phone was clearly in trouble, but I couldn't help but wonder what would happen next. Grandma, did something happen between you and your mother? Since Amy was born, that couple hadn't been able to keep up with the numbers at all, so my grandfather, who passed away, and I couldn't stand to see it, so he gave them a little lecture.
They told us to raise children equally. That's what they were. But those two didn't listen, and we were cut off from each other, and that was the end of it. I was worried about Kazuza, but we weren't parents, so we didn't know how far we could stick our noses in, so I asked her, "Are you happy now?" That's why I trusted my grandmother and told her everything that had happened so far. My grandmother on the phone was crying and apologizing to me, saying that we should have acted sooner. It's not my grandmother's fault, and I understand that there was nothing she could do, as she said. Even though I was a child, I felt sorry for my grandmother because she didn't need to apologize. I was truly grateful for my grandmother's kindness in accepting me, even though it would be a huge hassle to have a grandchild who suddenly came to rely on me. Don't worry about the tuition fees. Grandma will pay for them. But that's a nuisance. Just think of it as a New Year's gift to make up for the money I didn't give you before. But what will your mothers say? Well, we cut off ties once, so they probably won't be happy, but Grandma will sort it out. Leave the rest to the adults. Kazu will study hard so that he can go to the school he wants to go to. That's right, yeah, I understand. The next day after I said that and hung up the phone, my mother told me that I could go to high school. Apparently, if there was someone who would give me money, they wouldn't get attached to me. I thought they were terrible parents, but I was relieved that my grandmother and mother, who were on my side, didn't get into any trouble. In this way, my grandmother paid for my school fees, and I was able to go to not only high school but also university. I was planning to pay for my own university education by working part-time, but my grandmother told me to prioritize my studies. That would have been fine, but my parents ordered me to take care of the house, and I was so busy with my studies and housework that I didn't have the time to work part-time. My sister's parents paid for her school fees, and she joined a tennis club and bought her expensive shoes, clothes, and rackets. She was very different from me, who was still in a bad mood and even had trouble paying for transportation to go to the town where my grandmother was. Still, when I was looking for a job, I got a suit hand-me-down from a senior who was similar to me in build, and I got through it. By that time, my friends around me had started to point out that my parents were strange, and I think it was a big help that I was able to get the support of those around me. Fortunately, my academic ability was decent, so I was successful in my job search and was able to enter the workforce without any problems. The company itself was close to my parents' house, but I chose to work in a company to get away from my parents. After that, little by little, I was able to convert the tuition fees that my grandmother had paid for me, and take her on a trip as a thank you. Finally, I was able to throw off the ties of my parents and enjoy my freedom. And for the first time in my life, I had a boyfriend. It was a man I met through work. His family didn't seem to have a good relationship with their parents, so we quickly became friends and started dating, as we shared the same pain. We started saving money together for our future marriage. Then, one day, I was on a date with him. He called out to me, and when I turned around, my mother and sister were standing there. They seemed to be shopping too. What? You're kidding me. They were with a man, and he was handsome. Who is this person? Let me introduce him to you. My sister was clinging to him and excited before I even had a chance to say anything. He seemed confused and asked me, "Who are you?" He looked at my mother and sister Amy, and looked at them with a complicated expression, as if to say, "Oh, this is it." However, my younger sister didn't care and said, "I didn't know my older sister had a handsome male friend."
I'm not a male friend, I'm dating my older sister with the intention of getting married. I'm Shamiri Ta, nice to meet you, quote. He said, casually avoiding my younger sister's hand and bowing his head. Then my younger sister turned her eyes. This handsome man and my older sister looked at my mother with a learned look. My mother also seemed to be saying that she couldn't believe it, but she smiled and said, if you're planning on getting married, come and say hello to us once. I thought I'd get married without telling my parents, but now it seems that's not going to be possible. I understand his feelings, but if I say hello to him, I might be able to live with him without being accused of anything strange later. He said that people like that complain whether I go or not, so I'll just do the right thing. I'm not enthusiastic, but he has a point. So the two of us went to my parents' house to announce our marriage, but this was also miserable. Apparently, my younger sister, who liked his face, kept telling him to stop dating her and to marry me. He certainly looks like a popular actor, and everyone can see that he is handsome. I don't really know why I ended up dating him. That's probably why. My parents tried to tear us apart by saying that it would be better for me to date him, as if to justify my selfishness. I respected his opinion that I felt uncomfortable with such an exchange, and he and I went home early, but I don't know how my younger sister found out, but she started coming to the apartment where he and I lived together. She may have followed me because she knew where I work. It's troublesome if she comes here suddenly. Go home. Seeing me get so angry, my younger sister snorted. It's hard to see your angry face. Big sister, it's fine. You let me go up to your room and eat dinner. I made a point of coming over. I didn't ask you to. You're saying it's a bother. What? Even though you're plain and pure, your personality changes when you get a boyfriend. I don't think it's good to be mean to your sister. I wanted to hit my sister and ask who was being mean, but I held back. Seeing me like that, he said it was his fault, but I'm not feeling well today, so could you please go home? He gently sent my sister away. By the way, I'm not feeling well. I was just saying that today is the weekend, so let's play games together, so I was grateful for his willingness to send my sister away to assist me. After that, my sister came over frequently, and although it was a nuisance, I managed to keep sending her away with him, and we successfully registered our marriage. No big deal. We had a problem of not wanting to invite our parents, so we decided that we should just take a photo and register our marriage. I decided to splurge a little and go to Hawaii for our honeymoon, but one night on our honeymoon, while I was waiting for my husband to come home after working overtime, the intercom rang loudly. I went out wondering what was going on, but he was late coming out. No, my mother was the one who yelled at me the most. My father and sister were standing next to me. What do you mean? What is it? I asked, not understanding, and my mother said, look at it. I was even more confused and dumbfounded when my sister said with a triumphant smile, am I pregnant? Yes. Congratulations. Did you come all the way out of your family to tell me about your sister's pregnancy? I wondered why, but I don't know. It's Rita's child, my father said to me, who was dumbfounded, that Rita and Asami were originally acquaintances. My mother said, you got Rita's weakness and forcibly took it from Asami, didn't you? No, wait a minute. What are you talking about? Rita and Amimi can't know each other. Rita is from a different place. Don't lie.
No, just think about it. You guys have been saying over and over that I'm plain and not pretty, haven't you? Do you think that a plain and not pretty girl can date him just because you got a little bit of weakness? So you're saying Amy is lying? I was just pointing out the inconsistencies between the facts and my sister's story, but my parents seem to take my sister's story at face value and completely believe my sister's big tale full of holes. Or rather, it doesn't matter if it's a lie or not, it's like they're going to grant whatever Asami wants. Oh dear, I'm having a baby. My father tells me to break up with Rita and give him to Asami. My mother glared at me and said, "You wouldn't be the kind of horrible person who would make a baby live a life without a father, would you?" Having parents doesn't necessarily mean you're happy, though. Like me. It was painful to have him taken away by my sister, but God is watching. The fact that I had a baby is proof of that. My sister made gestures like a stage actor and confidently explained to me that the baby in my belly was destined to be. I thought they were a troublesome family. But when my husband came home, he was shocked to see my family screaming in front of the entrance. Then my mother smiled and held my husband's hand. Amy has had a child. The child and the father are our first grandchild. She said congratulations and held my husband's hand over my mother's hand. Oh, is that so? Congratulations. So, who is it, or what kind of partner is it? My parents were in heaven at my husband's words. Well, that's what happens, I couldn't help but burst out laughing. Amy said that Rita had a child. When I said that, my husband said, "Oh." He looked surprised and said, "Why? What do you mean?" Quote. My mother licked my husband's hand and said, "Rita, I know the circumstances, so you can be honest." What are the circumstances? I don't remember it. I froze at my husband's words. However, my younger sister said she was drunk that night and tried to get close to my husband. No, I can't drink. Well, then I was tired. That's why I don't remember. It was a one-time thing. No, I went straight home to this house every day, so I never hung out with you. What have you been saying all this time? My younger sister was quiet when my husband pointed it out. My parents tried to assist my younger sister. But you see, Amimi is a beautiful woman. If you switch this time, we'll forgive you because we're like that. From my parents' reactions, it seemed that they also knew that my younger sister was lying. Still, it seems that they are planning to steal my husband from me to fulfill my sister's wish. That's right, Amimi is a beautiful woman. If you marry someone like Kazuza, you'll just end up becoming a servant and you'll definitely feel that you've lost out later. How about you marry Asami? My father said this and for some reason desperately encouraged her to switch to my husband. Then, who is the beautiful woman? My parents and sister once again gaped their mouths like goldfish at my husband's words, making a fool of themselves. It's Amy. She's beautiful, isn't she? She's even been scouted to be a model. My mother says, desperately trying to explain the good points of my sister. But my husband just replies with a disinterested look. If you think it's uncool to go after beautiful women, don't be so shy, my father says. Then my husband shook his head and said, "I'm sorry. I like Murasaki Shikibu no Koto and women with that kind of face who give me a sense of security, so I don't like your sister." You turtle. My husband's sister and parents were at a loss for words.
I also froze on the spot. My husband actually liked me. In the Heian period, she had a face that would have sent a love trample from an aristocrat. Speaking of which, Kazuza is exactly what I like. She's so cute I can't help it. My husband said this and smiled at me. I have very complicated feelings. But, I guess it's okay since I got a compliment from the person I like the most, saying that it's my type and that it's a hit. It doesn't matter if it's Aoshogun or Murasaki Shikibu, as long as it's your type. But anyway, is it true that there's a baby in your belly? I told the hospital. Your father and mother know that Ami's story is strange. It's not Rita's child, and Sujizuma's story doesn't match up either. Why are you just taking it at face value? When I asked, my parents looked around. After a moment of silence, my mother said, "It's true that there's a baby in your belly." Mom. Don't you want me to know the truth? My sister Seaman sucked my mother. Then my father added, "But if you say so, it's not Rita's child." Well, I guess so. So, whose child is it? When I asked, my parents looked guilty. They said that she was dumped by the guy she was dating before. After that, I found out she was pregnant, and Amimi liked Rita, and I thought that she was pretty, and if we told her a lot of things, she would be around 1 year old. My mother said, and my father added that it wasn't a lie that she made, but rather that we decided that it would be better for us to make Rita her husband. In other words, she was trying to find a man who would suit my pregnant sister so that she wouldn't be a single mother, and she set her sights on my husband. She thought that Rita would also want to marry a beautiful woman, and my husband and I were both scratching our heads at her naive thinking. This time Rita properly refused, but if shallowness is important, we should think about marrying someone more decent. It's impossible to pair him with a man who would marry a woman who saw a child he didn't know after being pushed a little like that. What's going on? What are mothers thinking? My mother argued against what I said, saying that it couldn't be helped. I didn't want to leave such a mark on this beautiful and flawless girl, who was abandoned by a man and had a small crush on me, because I was so proud of her. My father nodded in agreement. I understand that they don't want to give it to their daughter, but the two of them have different sensibilities. Yes, it's like they see their sister as an object. I thought they would hate it if their daughter wasn't the perfect one. My sister doesn't seem to realize it yet, but I'm sure that one day their parents' thoughts will strangle her. Well, I don't even intend to give them any advice. Anyway, I don't remember having that kind of relationship with Amy-san, and I'm not interested in her. In fact, I don't even see her as a woman. I've heard that she's the one who's been hurting my wife. Sorry, but please blow it off today. We have an important trip coming up tomorrow. My husband said this, pushing my family aside and going into the room and slamming the door. Wow, I'd heard something, but this is crazy. Kazu's family. Sorry for the trouble. No, it's like they're laughing again. It was so funny that I was holding back, so it's okay. I wonder how they're going to get to the point where they say she's pregnant with my child. That's how stupid I am. I know because my family is not like my own. Let's make a good family. Yeah. And so, before I knew it, our family broke up and the whole turmoil ended. After that, my sister gave birth somehow, but the father of the child did not acknowledge her, and when she filed a lawsuit, the other party disappeared. My sister, who was being kicked and trampled on, became more and more distant from my parents' ideals. Of course. Her beautiful appearance had not returned to normal due to childcare and stress, and she ended up being fatter than me.
My parents became cold towards my sister, and eventually they even kicked her out of the house. I knew they were toxic parents, but they were really the worst parents to turn their backs on me like this. However, when my parents also became less beautiful, my mother, for some reason, began to worry about her appearance and even went into debt to have plastic surgery. I guess her desire not to become like my sister gave birth to her obsession with beauty. However, her face has been modified so much that it is no longer beautiful, but now it looks like a creepy foreign doll. My father fought with my mother many times and eventually divorced her. This is what a family is like. On the other hand, I was given a child on the night of our honeymoon, and soon after we got married, I became pregnant and gave birth. After that, more and more children were born, and now we have 6 children. 3 of them are children of my own. And all 6 are boys. I am keenly aware that no matter how much physical strength you have, it is not enough to raise children. That's how it is these days. Fortunately, my husband is cooperative with housework and childcare, and he told me to focus on raising my children and allowed me to become a full-time housewife, so I am able to live without feeling stressed. Our children are born 1 year apart, but as they get older, the older child starts to take care of the younger one, so it is less difficult than I imagined. If there is a problem, I think it would be financial, but I don't want my children to have to go through the same hardships as I have, so I'll do something about it as a parent. That's right. I still have contact with my grandmother, and when I told her I had a child, she was so happy. After that, when we had 5 children, she was worried about my health, but she seemed relieved because both of us were healthy. My husband and I have been talking about moving in a few years, knowing that our children will grow up and that we will need a barrier-free home in the future. We have also been talking about inviting my grandmother to come over to our house. It's still a secret from my mother, but I hope she will enjoy the surprise. I'm going to enjoy my long life to the fullest, to make up for the time I didn't get to enjoy it when I was younger. I'm going to do my best in childcare, housework, and life. Yay! Wow!